チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ちょっと毎回時間が不安定で申し訳ございませんでした。はい、ということでですね、本日は時事雑談ということで、高市翼賛会と与野党の攻防、日本は全体主義に向かうかということでですね、アメリカの世界の危機と高市内閣と野党の審議拒否、その他の社会問題でも野抵抗運動の話と多岐にわたる展開を、説明していきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはございません。あと配信のチャット欄とコメント欄は視聴者同士、配信者、モデレーターが安心して会話できる場を目指してますので、ガイドラインをですね、概要欄でよく読んでから、書き込んでいただけると幸いです。ということで、皆様、いつもお集まりいただきありがとうございます。お待たせいたしました。伊沢さん、ペタさん、タイムさん、ミニラトルさん、ショウガさん、無欲さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、今日プライド月間最後の日になっちゃったんですけれども、その後もですね、プロイダは続きますね。はい。すでに全体主義的ですね。いや、全くその通りですね。はい。ちゅうことでですね、はい。なのでですね、皆さんよかったらアンケートにご回答いただければと存じます。はい。ということでですね、今回ね、響さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、早速本題に入っていくんですけれども、まずはお知らせからですね、参考リンク集、いつも通りですね、作成しておりますので、よかったらチェックのほどよろしくお願いします。そしてですね、先日、カフェスカーレッタクローワルツを私ども開店いたしましたのショップをやっているの音羽の風花さんなんですが、それでですね、そろそろかなっていうことで、先に発表してしまうんですけれども、次ですね、ですね、次回の発表グッズが決まりました。はい。ということで、第2弾、スカーレッタクローワルツカラスマ100と音羽風花オリジナルイラストグッズ第2弾イラストレーター響さんです。ということで、大変可愛いイラストありがとうございました。パチパチパチ。ですね、響さんがイラスト描いてくださいました。本当ありがとうございました。ご協力いただきましてありがとうございました。ですね、オリジナルグッズが、多分、ですね、もうすぐ発売するはずです。ちょっとまだ反映されてない。はい。ということでですが、ですね、イラストのクオリティ素晴らしいですよね。はい。ありがとうございました。はい。そしてですね、第2弾に続いて第3弾ですね。はい。ドゥララララララ。はい。スカーレッタクローワルツ第3弾、イラストレーターマヤさんです。はい。こちらも可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、めちゃめちゃ可愛いですよね。はい、響さんのイラストも、まゆさんのイラストもですね、めっちゃ可愛いと思います。ありがとうございます。そしてですね、開店はちょっと待ってください。多分まだあれできてないので、はい。ですね、もうちょっと時間待っていただければと思いますが、これですね、近日中に公開予定でございますので、配信終わるまではもしかしたら公開するかな？ちょっとわかんないけど、はい。ということで、こちらですね。そうですね。ちょっと昔のアニメ風味でとても可愛いですよね。はい。615さん、コンカラスです。新グッズだーということでですね。はい。今のところですね、一ノ瀬さんのグッズをすでに販売しております。すずりのですね、ですね、なんていうか下の方に人の環境によると思うんですけど、ちょっと私なんか出たり出なかったりするんですけど、なぜか、グッズが出てる人と出てない人といると思うんですが、出てる人はですねそっちから買うこともできるし、出てない人もですね私のすずりショップの方からクリックしていただければこちらのページに飛ぶことができますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでまずはお知らせでございました。
そしてですね、ノートの方をですね、毎回ギリギリになって、スケジュールを忘れるというですね、大失態をやらかしているんですけれども、なんかノートの方やたらと好評いただいております。陰謀論にご用心、反自民党インフルエンサーたちということでですね、まあ、原口和弘さんとかをそろそろやばいからまとめておいた方がいいだろうということで、まあ、X がね、本当にこういう人のリポストがですね、やばい状況になっているので、まあ、なんかそういうアカウントをですね、あまり知らないという方は、ぜひ、見てください。まあ、これ全員知ってるっていう人は読む必要ないと思います。はい。ということでですね、アラート参考カラスです。来ていただいてありがとうございます。まあ、正直言いまして、ヘイトポストとかもいろいろ書いてあるので、ダメージを受ける方は閲覧を推奨しません。はい。ちゃんと書いてあるけど。はい。ということでですね、そしてノートに載せさせていただいたんですが、安倍晋之助の、家庭内暴力防止プログラムの受講を進める署名2500名超えております。引き続きこれですね、募集しておりますので、署名してないまだという方はですね、ぜひとも、署名の方よろしくぜひお願いいたします。はい。そして、ベネズエラ地震の緊急募金が始まっておりますので、ユニセフのサイトにとりあえずリンクさせていただきました。はい。ちょっとベネズエラ地震の話しようと思うんですけど、24日、ベネズエラ北西部でマグニチュード 7.2 と 7.5 の強い地震が1分足らずの間に相次いで発生するという大変な事態になりました。亡くなられた方々には哀悼の意を表します。少なくとも1400名亡くなっておりますが、引き続きですね、ちょっと予断を許さない状況になっていますので、ですね、余裕のある方は、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。そしてですね、学習指導要領、思春期になると異性の関心が高まるなどというですね、間違った表現をアップデートしてくださいということで、こちらですね、LGBTQ の人たちに対して全く配慮がないということで、レインボープライドの月間にやることではないということでですね、10年ぶりにこの記述が更新される可能性があるので、ぜひともですね、これかなり急ぎの署名みたいなんで、もうすぐ政府に提出するらしいんですよ。なので、もう1万人集まってるんですけど、ぜひとも署名のほどご協力よろしくお願いいたします。はい。ナミさん、エドガーパーさん、ここからです。今晩ついに円相場に162円っていうね。はい。反自民党系インフルエンサーのボーダー。今日はね、ちょっと、中道さんでまともに活躍してくれてるので、あんまり悪口言えないと思います。はい。まあ、いつも文句ばっかり言ってんだけど、ちゅうことでですね。はい。ということでですね、皆様、いろいろご協力のほどありがとうございました。引き続きですね、ショップと署名等ですね、ぜひともご協力のほど、よろしくお願いいたします。ただね、ほんと余裕ある人だけでいいのでね、はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速お知らせになっちゃったんですけれども、ですね、まずは、このアメリカの話をしなきゃいけないので、アメリカと、世界の危機的状況の話をさせていただこうと思います。音声が流れますのでご注意ください。アメリカのトランプ大統領はイランが停戦合意に違反したとして追加攻撃を行ったと明らかにしました。これに対しイラン側も周辺国を攻撃するなど応酬が続いています。トランプ大統領は27日 SNS でイランが停戦合意に違反したためミサイルやドローン貯蔵施設などを追加攻撃したと明らかにしました。トランプ氏はもはや理性的ではいられなくなり、作戦を軍事的に完遂せざるを得ない時が来るかもしれない。そうなればイランはもはや存在しないだろうと述べ、本格的な軍事行動の再開を警告しました。アメリカ中央軍はイランがパナマ船籍の石油タンカーをドローン攻撃したことが今回の追加攻撃の理由だとしています。中央軍は前日の26日にもホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船がイランのドローン攻撃を受けたとして報復攻撃を行っていました。こうした中、イラン革命防衛隊は先ほどクウェートとバーレーンをミサイルとドローンで攻撃したと発表しました。アメリカ軍による空爆への反撃で今後地獄を経験することになると警告するなど、攻撃の応酬がエスカレートしています。はい。停戦とは何だったのか。また戦争始まってるじゃんっていうことでですね、はい、皆さんも呆れてることと思うんですけど、一応ですね、昨日、攻撃停止の合意がなされました。本当かっていう感じなんですが、アメリカ・イラン攻撃停止で合意ということで、一応協議が再開しております。
アメリカとイランは相互の攻撃を停止し、ホルムズ海峡をめぐる対立に関する協議を再開することで合意した。米政府高官が28日明らかにした。連日続いた報復攻撃の応酬で揺らいでいた暫定的な和平合意の維持に向け期待が高まっている、ということなんですけど、期待が高まっているってなんだよ。停戦したんじゃなかったのかよっていう。まあもう呆れるんですけれども、まあただね、やはりイスラエルという国が悪いんですよ。イスラエルが28日、ヒズボラを攻撃し、レバノン南部で同組織が使用していた地下施設を破壊したというふうに発表して、27日にも攻撃を行っていたって、最後の方にちょろっと書いてあるんですけれどもね、そりゃこんなことしてたら平和は訪れないよ。何を考えてんだよっていう、話ですね。いやでも本当ね、1日も経たずにこうなったらどういうことだって思いますよね。はい。ということで、八房星さん、枝豆、家庭連合さん、ギャンブルにきさん、コンカラスです。いや、本当原油がないと仕事なくなりますよ。本当に。はい。ですね、ノートの方、本当ひどいんですが、佐藤沙織さんを真面目に受け取ってる人がなんか28万人ぐらいいるということで恐ろしいなと思います。明日も国会で野党駆け引き見てきますということで、お疲れ様です。で、確認のほどよろしくお願いいたします。来週になったらまた言ってること変わってきそう。マユッチさん、コンカラスです。ベイの独立系メディアでは、ベイがオマーンに圧力をかけてイランの指定外の航路を船舶に誘導した。そうですね。いろいろなちょっと情報が出ているんですけれども、間違いなくイスラエルとアメリカ側が私は悪いと思ってます。はい。はい。停戦合意してイスラエルが知ったこっちゃねえと攻撃、そしてイランが反応、オジャンを無限ループしているという、まさにイスラエルの狙い通りの展開になってきますよね。歴代アメリカ大統領は中東に手を出すと泥沼になると最低限踏みとどまっていたのに、その最低限ができないのがトランプだったんですよ。はい。ちなみにトランプはね、だから中東に手を出したから良くなかったんだみたいなことをバラク・オバマっていう人に散々説教して、すっげえ偉そうにしてたんですけどね、10年ぐらい前は。はい。ということで、世界中の、ただね、トランプを笑い物にして済む問題じゃないですからね、もう。だから本当ね、やってること虐殺と破壊ですからね、いい加減にしてください。はい。今すぐ戦争をやめてください。それしか言うことがないですね。しかしそんなトランプ氏なんですが、もはやですね、精神の平衡を保ててないんじゃないかというような話も出ています。共和党議員と怒鳴り合いということで、これ25日のニュースなんですけど、一応暫定的な平和が成立したと言われた時ですね、連邦議会議事堂で、共和党議員の昼食会に出席。米メディアによるとトランプ氏は前日に上院が可決した対イラン軍事行動からの米軍撤収を求める決議案について不満を表明し、出席した議員と怒鳴り合いの口論になったと。これ多分、支援も入ってて、カシディさんっていうですね、トランプから推薦を受けられなくて落選した人がですね、かなり強く言ったらしいんですけれども、あなたは米国民に何が起きているのか話していない。戦闘は4週間のはずだったのに4ヶ月も続いただろうというですね、誰もが思ってたけど誰も言えなかったことをついに言ってしまったらしいです。みんなから忖度されてね、裸の王様みたいになっていたトランプなんですけど、ついに現実を認識したのではないかと思われます。いや、でもあなたの現実認識能力のせいでこういうことになってるんですけど、どう責任取ってくれるんですかね。はい。結局イスラエルにうまいことおびき寄せられて、いいようにおもちゃにされてますよね。はい。だから絶対こうなるって分かってたのに、なんでネタニヤフに乗ってしまうのかということで、はい。戦争犯罪者ネタニヤフなんですけど、イスラエル軍がガザ中部をまた空爆しまして、子供を含むパレスチナ人3人死亡しました。死亡じゃなくて殺害って書いてほしいですね、いい加減。イスラエル軍は29日パレスチナ自治区ガザ中部で空爆を実施しました。ガザで空爆してんですよ、ガザで。ガザ保健省によると子供を含むパレスチナ人3人が殺害されました。空爆を実施したことを認めましたが、詳細について明らかにしなかった。どういうことなんでしょう。意味がわからない表現ですね。27日以降12人パレスチナ人を殺害しています。はい。ということで、さすがに怒り心頭になったですね、国連の独立調査委員会がイスラエルにおける、ガザ地区への攻撃について子供が意図的に狙われているという、2年前から知ってる話なんですけれども、ついに毎日新聞も社説を載せざるを得ないような状況になりました。23年10月からの攻撃で
ガザでは18歳未満の子供が少なくとも2万179人殺害され、4万4000人以上が負傷したというふうに言われております。負傷って言ったってこれ戦時負傷ですからね。だからもうちょっと言葉に出せないけれども、本当にひどいですからね。映像とか見てる人はわかると思いますけど、ただの負傷じゃないから。もちろん元気になった子供たちもいますけどね。で、子供の死者は全体の 30% を占めており、学校や病院などが攻撃され続けていることを踏まえれば、イスラエルの意図は明らかであると報告書は結論付けました。ジェノサイドです。はい。だからですね、蛮行を止めるため国際社会は圧力を強めるべきであるとか書いてあるんですけれども、あまりに控えめな表現ですね。経済制裁が必要ですよ、今すぐ。本当だったらね、軍事制裁と言いたいとこなんですけど、日本はできませんのでね、まずは経済制裁だと思います、順番的にもね。いや閉じ込められている船員の方々もね、一隻脱出したけど、その後の情報がないですからね、心配ですよね。なんでこんな簡単に人を殺せるんですかね。ベネズエラとかに好き放題してたので、トランプと言いたいが、日本への影響も深刻なのがですね、ベネズエラのやってきたことが返ってきたというまさに感じになってますけどね。イスラエルは他国民に空爆しているという国際的な共通認識に持つべきですね。はい。そうですね。間違いなく侵略国家ですし、テロ国家なので、はい。ということでテロ国家が何をしてるかっていうと、またレバノンで被害が出てますね。家に帰ってきて瓦礫の中から生存者たちを見つけることができましたということで、これ進撃の巨人のグッズなんですよ。原作本もね、これレバノンのだからバージョンに翻訳されてるもんだと思うんですけど、いやー作品の内容を知ってるとね、なんともいたたまれないですね。だからイスラエルはさ、進撃の巨人の内容知ってるんでしょ。進撃の巨人の内容を見て何とも思わなかったのっていうことをちょっと言いたいですね。しかもパレスチナ人の人にも結構この漫画人気あるらしいんですけど、アニメ版を見ていた方などはね、文脈が理解できるのではないかと思います。はい。ちいかわがあるのもね、多分日本のアニメのファンなんでしょうね。いやー、本当に腹立って仕方がない。ちいかわの作品の中で、いや、さすがにね、しないでしょう。はい。比較できるものでもないけど。で、そしてですね、トランプの恩赦が帰ってきたといえば、ベネズエラで大地震が起きてしまいました。ベネズエラ地震、被災地の住民が当局に怒り、瓦礫を素手でということで、こちら BBC の報道なんですけど、南米ベネズエラの大規模連続地震が起きました。生存者を見つけるのに極めて重要とされる72時間が経過し、被災地の人たちは当局の対応に怒りをあらわにしています。ベネズエラ北部では24日、マグニチュード 7.2 と 7.5 の地震が相次いで起きました。政府は28日までに少なくとも1450人の死亡を確認。倒壊した瓦礫の下ではまだ多くの人が閉じ込められているとされ、地元住人やボランティアが生存者の救出を急いでいますが、被災地での当局による本格的な救出活動がほとんど見られない。は目を疑ったんですけども、ベネズエラ何やってんのっていうか、アメリカも何やってるんですかね、これはっていうですね。こちらのニュースだとですね、今日のニュースだと死者が1700人を超えたというふうに書いております。なので政府対応に対して不満がですね、爆発寸前になっており、シオニストなのであんまり好きではないんですけども、野党指導者の、マチャド氏が、パナマからの入国がベネズエラ政府によって阻止されたというふうにした上で、被災者支援のために帰国しようと考えているそうで、いや、さすがに同情します。はい。ただ、マチャドさん、本当帰るべきじゃないんじゃないかなと思います。非常に危険な状況ですよね。国民を支援し、連携を取るためなら何でもする状況が、用意があるというふうに、マチャドさん言ってるんですけど、なんで野党の民主派の指導者がそんなこと言わなきゃなんないのかっていう話じゃないですか。だって別に、確かにベネズエラはね、権威主義国家ですし、マドゥロがいなくなったところでそこは変わってないんですけれども、なんで被災地の人たち助けないのっていうですね、ちょっと目を疑うような状況が、進行しております。一ノ瀬さん、コンカラスです。進撃とチーカーを持った写真の方、ツイート遡ったら3年間、学年1位取れたと喜んでいるのが直近で悲しかったですという。いやー、悲しいですよね。はい。
だからですね、なんでそういう学生のですね、方の上に爆弾を落とすのかという話ですね。はい。ウイグルにも中国共産党から見たらテロ組織は存在するが、それでもウルムチを空爆して人民を殺害したりしないのだっていうね。いや、だから本当ね、だから中国と、比較してもですね、イスラエルやっぱり凶悪なんですよね、やってることが。まあ、パレスチナをそのイスラエルの右翼の主張の通り自国領土だとしてもですね、そういう行為をしてるわけですからね。で、ベネズエラのアルジャジーラしかやっぱり真実を言ってないんですけど、なんでベネズエラがですね、このように、まあ、ロドリゲス大統領が悪いのかというと、まあ、やはりそんなことはなくてアメリカが悪いんですよ。ベネズエラの地震は金融制裁の影響を受けているということで、まあ、もちろんアルジャジーラなので、反米寄りの論調ではあるっていうところは、差し引いて聞かなきゃいけないんですけど、まあ、ロドリゲス氏がわざと殺戮をしているわけではありません。まあ、アメリカはですね、すぐにトゥルースソーシャルプラットフォームにアメリカの大統領と名乗る人物は、私たちは素晴らしい友人のために援助を申し出ると言って、まあ、実際援助はしているとは発表はしてるんですけれども、そもそもベネズエラに対して過酷な経済制裁をしてるんですよ、アメリカが。で、2005年からずっとマドゥロに対してやってきたわけですよね。で、経済が崩壊するまでやってたと。で、もちろんマドゥロも悪いんだけど、ロドリゲス大統領本人に対する制裁は解除したものの、現在進行中の経済危機から抜け出すには十分にはないと。経済制裁のため外国政府や人道団体を含む国際ドナーがベネズエラや資金や援助を送ろうとする際に重大な制限に直面する。要はベネズエラの人たちって制裁を受けてるんで、例えば公的機関にですね、金融というか、要は振り込みとかね、わかりやすい例で言えば、そういったことをするっていうのにもかなりハードルが高いみたいなんですよ。いや、だから制裁解除しろよ、それは。何考えてんの？だから、ロシアみたいに現在進行形で侵略戦争してるとかだったらまたちょっと話が変わってきますけれども、そうじゃないし、被災してんだから、全ての制裁を解除すべきでしょう、今すぐに。何を考えてんですかね。いやー、信じられないですね。本当に人の命なんてどうでもいいんだなと思います。NGO の職員や、供給業者に支払うために影響を受けた国に資金を送金することは困難になっている可能性がある。また追加の管理上負担により業務が遅くなり、商品の輸入やスタッフへの、国内での持ち込みがより困難になっている可能性もありますということで、もちろんね、アルジャニーラも断言は避けているんですけれども、まだどういった要因でこれだけ援助が遅れているのかっていうのがわからんので、なんですけどね。しかしですね、本当にやりきれないですね。だからなんで被災した国に対して経済制裁してんのっていう話ですよね。はい。どうもキリオさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ですね、こんな感じで、だから結局アメリカのこういう人を人とも思わないですね。経済政策であったり外交政策っていうのが、ベネズエラの人たちの命を奪った結果になったかもしれないということですよね。はい。なんですけれども、そんなトランプ氏なんですが、ですね、性犯罪者として、正式に上告が却下されました。はい。おめでたくはないけどね、8億円の支払いが確定いたしました。米連邦最高裁は29日、トランプ大統領による女性作家への性的暴行を認定した民事訴訟について、トランプの上告申し立てを却下し、審理を行わない決定を下しました。連邦高裁で維持されたのは約8億円500万ドルの損害賠償の支払い義務が確定し、却下の理由は明らかにされてないんですけれども、2023年にですね、こちらのキャロルさんの性被害の訴えが、ほぼ裁判所に認められておりますので、これでですね、争いがなく性犯罪者であるというふうに、言えるのではないかと思います。あくまで民事ですけどね。はい。ですけれども、ただね、こんな、トランプがどんなコメントをしているかというと、これの裁判は国への攻撃であり、これからも司法の兵器化と戦い続ける。司法の兵器化と戦い続ける？いや、ごめん、噛んじゃったんだけど、司法の兵器化って、1ヶ月前にあなた何を主張してたか覚えてないですか？ベイ司法省がトランプ氏や親族の税務調査について永久禁止するっていう命令を出してるんですよ。だから、司法を武器化してんのはあなたでしょ。
で、税務申告状況がですね、税務がすべて、結局なんか何億円高の、資金、マネーローンをするみたいな話は、ポシャったっぽいんですけれども、それはとりあえず良かったといえば良かったんだけど、司法省は政府による不当な捜査、訴追の武器化で被害に受けた人々に補償するために、基金を設立するみたいなことを言ってですね、トランプ氏の納税申告書について、米政府は調査できない、永久に禁止するというようなことを1ヶ月前に言ってるんですよ。だから、なんでアメリカ大統領とその家族だけに、税務調査ができないみたいなことをしておいて、自分はなんかね、裁判所に攻撃されているんだみたいなことが言えるんですかね。理解できないですね。はい。ですね。いや、何を言ってるんだ。司法の兵器かっていう。赤なしみさんこカラスです。私が理論構築している合間にこんなことまで起こっていたのかというですね。はい。ということなんですけれども、はい、ただですね、アメリカの、ちょっとですね、話題が違うんですけれども、戦争とは直接的に、関係あるは関係あるんだけれども、アメリカのですね、蛮行といえばということで、ちょっと生成 AI の話が、ブルースカイでとかで盛り上がっていたので、ちょっとその話をして、終わりにしようと思います。ポルノや斬首画像をタグ付けし続け月給2万円 AI 機械学習の闇ということで、この記事がまた話題になってるんですけど、これ2020年3月の記事なんですよね。はい。当時ニューヨークタイムズが報じました AI の能力を向上させる開発手法として知られている機械学習だが、実際に誰がどうやって AI を学習しているかを公にしている企業は少ない。なんか皆さんのイメージだと、AI にクロールさせて、勝手に AI がなんか学習してるみたいなイメージを抱くじゃないですか、どうしても。でもそうじゃないんですよ。そもそも AI が実際に事実に基づく正しい判断をできるかっていうのは人間の手にかかっています。例えば画像認識をしてね、これが人物の顔であるとか、これがパソコンであるとか、これがお水であるみたいなことだって認識できないわけですよね、機械だから。だからそういうのをいちいちクリックして、ですね、データを溜め込む人が必要なんですよ。で、これがいわゆる、AI データセンターの、ですね、学習データをですね、作る仕事をしてる人たちですね。で、これはですね、インドの、アイメリットという企業の話らしいんですけれども、同僚たちの賃金は月額150ドルから200ドルで、ポルノや斬首画像などの暴力的な画像も含まれるのだが、それをですね、クリックして、こういう画像は有害ですよとか、覚えさせる仕事をずっとやってるわけですね、延々と。はい。ですね。ベネズエラの現在の与党はマドゥロも所属している。そうですね。統一社会党は変わってないです。はい。だからさ、AI の人権侵害って、だから著作権の侵害を言う人が多いですけれどもね、そういうところじゃないんですよね。もちろん、環境負荷の問題もありますけれども、一番問題なのは、学習のさせ方だと思いますよね。もちろんそこで著作権侵害も行われていると思うんだけど、エンパイア・オブ・ AI という、AI 帝国という本があります。昨日はデータアノテーションの書を読みました。どんどん状況がグロくなっています。ここも AI 企業の帝国主義的な展開の代表例で、データに人、車、自転車、道路と映像をカテゴライズする仕事を、いわゆる途上国と言われてしまっている国の仕事が不足しているところに提供して雇用を生み出すとか言って人を雇うのですが、それを可能な限り人を安く大量に雇うために意図的にインターネットが十分に発達しており、近年恐ろしい状況に陥って高学歴の人でさえもたくさん仕事にあぶれている国をセレクトしている。例えばベネズエラです。はい。ですね。こういうところをセレクトすることによって大量の人たちを雇っていると。で、ケニアのある男性はそうやって精神を病み、妻と子供に何も説明できないうち、家族に去られてしまった。それは大変だと、この男性の弟が仕事を辞めて男性のアパートに引っ越してきてライターをしながら世話をしていたところ、徐々に仕事が減って、自分の兄がせっせとデータを集積していた AI に収入を奪われて収入をなくすと。こうして2020代にベネズエラやケニアがセレクションの対象となってデータが集められ出てきたのがチャット GPT であると。はい。っていうことですね。厚木さん、コンカラスです。ディープラーニングって人間によるチェックが不要な仕組みではなかったんでしたっけっていう。ディープラーニングというか、そもそもここのアイコンは、例えばなんかね、動物を表してるとか、これは、ですね、車を表してるとか、そういうものをクリックするのが最初に人間の手で学習させなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、資本主義の構造的問題だし、まさに帝国主義っていうところなんですけど、これですね、エンパイア・オブ・ AI ってまだ日本では発売されてないんで、私も読んでないんですが、次は日本が搾取される番だ。全米で話題の AI の帝国、著者カレン・ハオのインタビュー、オープン AI は秘密主義で利益が全てということで、なんとですね、11ヶ月前にブルームバーグ、ネオリベなんですけど、TBS がですね、オープン AI をどっちかというとは敵視してる、Google のあれではないかという気もしないでもないんだけど、約1年前にですね、動画を出してます。この内容非常に面白いと言ったらちょっと語弊があるけれども、すごい内容なんで、興味ある人は見てみてください。で、カレン・ハウさんはね、インタビューの中で、自分の著作とか主張を展開してるんですけど、AI のね、そういう制作方法がまさに帝国主義そのものであると。まず第一に他者の資源を強奪する。これはみんなわかりますよね。第二に労働力の搾取と自動化があり、低賃金労働者を搾取していると。そして AI の究極の目的として人間の仕事を自動化することを掲げており、これが実現すれば我々は仕事を奪われると。で、第3に知的生産を独占している AI 研究者に膨大な報酬を支払い、学術機関から人材を引き抜いている。石油会社が気候変動の研究者を独占すれば事実が歪むのような例と同じように、企業にとって不都合な AI の限界や真実が検閲隠蔽されるリスクがすでにあると。そして、私たちが技術を独占しなければ、邪悪な帝国、例えば今はね、ディープシークを作っている中国などなんですけれども、に世界が支配されてしまうぞ、どうするんだという物語を作り出し、冷戦構造みたいなものを作ってですね、自らの資源やデータの独占を正当化していると。いうことでですね、はい。サム・アルトマンとかオープン AI に対する批判としてはですね、全くその通りじゃないかと思います。で、このカレン・ハウさんのご主張としては、今はね、投資バブルが起きてますけれども、そもそもですね、全てをこなす万能 AI みたいなものが出てきても困るし、我々仕事なくなるからね、出てきても困るし、そもそも出てこないんだから、数十年とか数百年単位の話でしょ。だから、そんなもんを目指すんじゃなくて、医療画像からの早期がんの発見、タンパク質構造の予測、再生可能エネルギーの最適化などに絞って、エコロジーなね、AI を使うべきであるというですね。いや、そりゃそうだよなっていう、なんで素人が画像生成とかしてんのが本当におかしいんだよという、それしかないんですけどね。はい。だからなんで最初からそういうことにしなかったんですかね。全く理解できないですね。本当ね、やっぱり帝国主義の、病理というか、人から搾取して素早く仕事をしたかったのかもしれないですけれども、そうは問屋が下ろさないよという話ですよね。本当ね、帝国主義的で何でも自分が良ければいいみたいなね、サム・アルトマンのことをケチョンケチョンに言ってるんですけど、言われて当然だよなと思いますね。ティールとかね、イーロン・マスクも大差ないんですけど、こういう SF 的なね、本当悪役、グロテスクな悪役みたいな人たちが、もうなんか世界のね、支配者みたいになっちゃってるのは本当やばいですよね。はい、すでにディストピア SF ですね。で、最近スレッズにアカウント作ったんですけど、技術の進歩方向はその社会の意識によって動かされている。無限に膨張するデジタル収奪空間を支配、管理し続けるためには有限な人間知性では原理的に追いつかない。AGI や超知性は技術的好奇心の産物ではなく、無限膨張する収奪空間を維持、拡大するための構造的要請として現れており、マネーの信用膨張が中央銀行という超越的管理者を必要としたように、デジタル空間の無限膨張は超越的知性を構造的に要請したのではないかと。よっすごってなんか哲学的な議論をね展開してるフォロワーの61人の方なんですけど、なんかスレッズってね意外とこういう方いらっしゃるんですよ。めちゃめちゃ面白いですよね。いや面白いっつったらちょっと語弊があるんだけど、こういったね哲学的な議論をしてる方々が結構いらっしゃるのでですね、よかったらそういう方をフォローしてみるといいんじゃないかなと思います。私はなんか最近こういうのばっかり読んでます。はい。だからスレッズねアカウント作ったらいきなりなんかネット右翼みたいな人たちが大量に群がってきて、すげえクソリップとかぶちかまされたんで、印象が最悪だったんですけれども、X と変わらねえじゃんって思ったんですけど、こういう落ち着いた議論をする場としてはね、意外といいのかなと思いますね。はい。ですね、ヤービンとかピーユとかニックランドなんて SF の悪役そのものですっていうか、本人もそれを目指してる感ありますよね。この考え方とか完全に SF の悪役のそれでしょ。もちろんこの人は思考実験とか哲学議論として言ってる、批判的に言ってるわけですけどね。1800年代に出版されたイギリスの労働者階級の状態というルポルタージュと現在が変わってませんね。
そして最後に、ジャーナリストの市田和樹先生ですが、DHS や FBI が反テクノロジー暴力過激主義アンチテックバイオレントエクストリーミズムという脅威のカテゴリーを新たに作成したそうです。AI やデータセンターに否定的な考えを持ったアメリカ人の活動を全国規模で監視、そのような反感を市民に持たせている特定の民間企業のインフラを守るために公的な法執行機関が連携して市民を監視させようとする行為は果たして適切なのであろうが、適切なわけないだろう。ついに我々テロリスト呼ばわりですよ。なんか反 AI とかね、言ったらね、今後テロリスト呼ばわりされるらしいんで、まあ、日本もね、あと一歩でもうこうなると思うし、まあ、すでにこうなり始めてると思うんですが、はい、こういった全体主義的な考えにはですね、抗っていきたいと思います。キャミさん、コンカラスです。マイアカでのメンバーシップ支払いが止まらなくて Google に問い合わせしている。その件か、申し訳ございません。いや、なんかね、それどうやってして止める方法ないかなと私も探してるんですけれどもね、なんかね、Google にそういう不当な搾取をされているということで、いやー、ちょっとね、ごめんなさいね。私の方で解決方法が分かったら、お伝えします。左派がいなければ現在の労働環境はもっと、ひどかったでしょうっていうことでですね。いや、本当ね、だからこういう、イギリスのね、それは時代もそうですけれども、そういう労働搾取が行われてきたから、なんだっけ、だから私たちが批判する一部の人たちが、改善してきたわけですよ。だからほっといたらね、本当、だから昔のね、産業革命の時代みたいになってしまいかねないので、一人でも多くね、声を上げていくべきじゃないかなと思います。はい。ということでですね、Google と OpenAI を反省しろというですね、はい、ことでございました。はい。ということでですね、多分ですね、支払いがだから結局はクレジットカードとか止めてないっていうことになると、支払い継続してる状況になると思うので、なんかね、カードとかの方で止めた方がいいんじゃないかなと思います。いや、申し訳ありません、本当にね。本当はお金お返ししたいんだけど、いや、本当 Google は悪の帝国ですね。はい、皆さんも気をつけてください。はい、そうですね、カード会社から問い合わせするのが一番いいと思います。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。ということでですね、請求書来るのは止められないのか。いやー、どうしたらいいんだろうな。ですね、ちょっと私の方ではなかなか止められないので、ウォーキングイソックさんごからすです。AI 関連といえば正直、グロックよりもジェミニー、Google の方がレーションムーブがひどい気がしますっていうね、なんかあいつムカつきますよね、ムカつきますよねって、私 Google 検索してるだけなんだけど、なんかね、木にも鼻にもかからないようなコメントが見えることがあります。はい。左翼がいなければ労働環境はひどくなっていた論に対して左翼アレルギーを含むものは現代のいわゆるリベラルを含めた左翼のダメダメさは全然、全く指摘できていないと言っていた。なんかそれは左側に対する的確な指摘ができてないってことかな。はい。まあどちらもあると思いますけど、まあそもそもね、労働環境を改善したら社会主義みたいだろう考えはいい加減やめるべきだと思います。はい。ということで皆さんお待たせいたしました。高市内閣、高市翼賛会は完成するかという話をしていきたいと思います。ちょっと動画流しますのでご注意ください。これより会議を開きます。今日午後、衆議院で開かれた法案を審議するための委員会。本来ならばほとんどの席が議員によって埋まっているはずなのですが、空席が目立ちます。揃って欠席したのは野党の議員たち。委員会が始まる前には与党側への怒りをあらわにしていました。いかに異常なことかを認識してるんですかと。全くもって理解できません。これは異常なことだと言わざるを得ません。二重三重にも許しがたい。ありがとうございます。野党の議員が一様に怒りをあらわにするわけ。その理由となっているのが、自民党と日本維新の会が連立合意で掲げた衆議院の議員定数削減に関する法案です。定数削減法案と副首都法案は、いずれも連立合意をする際の、センターピンと、位置づけられております。この重要法案についてはこの国会で、必ずやりきりたいと思います。
与党が今の国会での成立を目指すこの法案では、衆議院の選挙制度改革について与野党の協議会で議論し、1年以内に結論が得られない場合は比例代表の定数を45削減するとしています。これまで野党側は審議に入らないよう求めていましたが、与党の委員長は先週、法案を審議入りすることを職権で決定。野党側は猛反発し、すべての審議や日程協議に応じない方針を示していました。そのため今日法案が審議される舞台となる特別委員会では、所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。野党議員が欠席したまま法案の趣旨説明が行われたのです。野党が徹底抗戦の構えを見せていることについて、与党側は丁寧に呼びかけた上で出てきていただきたいという話を続けるということだと思います。はい、ということで、なかなか珍しい光景。まあ私だから絶対ね、参政党とかは裏切ると思っていたから、体制抑散会の仲間入りですねって言ってあげようと思っていたんですけど、意外なことにですね、参政党と国民民主党までもが、反対に回り、ですね、もう野党が全員ですね、審議拒否というような状況になりました。まあ当たり前といえば当たり前ですよね。で、なんか N スタの、まあ、井上さんっていう人はなんか持って回った解説をまだしているんですけれども、この内容を見ればまあ理由は一目瞭然。与党はですね、勝手にだから24日に法案を提出して、まあ比例で45議席を削減するということで、これ少数野党の獲得議席は比例が多いわけですから、まあ参政党とか共産党とかはね、特に壊滅的なダメージを受けるというふうに言われております。だからね、ひたすら野党をフリーにするだけの、法案なので、これを見れば一目瞭然ですね。はい。まあ、この図を出してくれただけでも N スタまあ良かったとは思うんですけれども、はい、だからテレビがちゃんと批判しないからこういうことになるんですよって。いや、でもこれで本当に維新と自民党だけになったらまさに体制抑散会完成ですね。はい。まあ、体制抑散会なのにね、天皇に反対してるっていうなんか意味のわからない団体になっているんですけれども、何を抑散するんでしょうね。高市さんかな。はい。ですね、まあ、ファシズムごっこをしようとしてですね、ファシズムにならなかったのが、まあ、以前の体制抑散会の特徴で、その時もね、反対派は一応いたわけですよ。だから議会制度がまあ形式上維持されながらですね、でも一方向に一党独裁で事実上ですね、抑散する方向にしかいかないっていうのは、まあどう考えても体制抑散会であろうと思います。はい。ということでですね、SARS停止参考からです。まあ議席が減るからね、さすがに共産も賛成も必死、共産じゃない、すいません、失礼しました。大変失礼しました。賛成も未来も必死でございますね。まあ国民もだけど。はい。ということでですね、共産党以外もまあそうですね、共産党さんだけがねいつも戦ってくれてましたからね、今回は本当一応まあいい兆候ではあります。まあさすがにね背に腹は変えられないと思ったんでしょうかね。だって比例がなかったら未来と賛成存在しないですからね。はいこの図を見りゃ一目瞭然なんですよ。なるほど、だから左翼は必要だろうに対しての指摘っていうことですね。はい。あなた怒る資格があるんかっていう人たちが何人かいたような気がしますよね。国会議員の仕事と給料を減らしてもっと議員を増やそうは生活保護など生存系保障に使えばいいのではないかという。国会議員さん、日本のやっぱり国会議員の給料って、まあいろんな意味でちょっとおかしくて、その秘書の給料とかも全部入ってるので、カツカツの人はカツカツ、真面目な人であれば真面目な人であるほどカツカツなんですよ。だからね、真面目にやってない自民党のような人たちは私腹を肥やしているので、まあそういう意味でもね、まあやっぱり根本的に国会議員さんの地位というものを改善しなければいけない政治改革が必要なのはまあ事実なんですけれども、まあなんかねこういう状況になってしまってるわけですね、いつの間にやら。はい、圧倒的多数なのに石破政権より国会議員ができていないというその通りなんですよね。ということで関西メーテレもですね、いよいよもってなんか、こんなこと言っていいんかというですね、ちょっとこれ中道改革連合の重徳さんに集中線が入ってるのが面白いんですけど、数の暴挙、野党が審議拒否方針を決める定数削減、副首都法案の忖度、付託強行に反発ということで、副首都法案が問題であるとちゃんと書いてくれちゃってるんですよね。
なのでですね、まあ、関西のマスコミもさすがに無視できなくなったということだと思います。衆参ともに野党一致結束をして、今の与党、政府与党の対応に対して断固たる抗戦をしていくということで、まあ、福祉党法案みたいな維新以外誰が喜ぶのかわからないみたいなものをですね、無理やり通そうとしたら、それはこうなるのは当然だと思いますね。はい。ですね、議員の口座がいくつもあるのは問題ですよね。ただね、まあそんな状況なんですが、国旗損壊罪法が衆院を通過しました。全野党が欠席しました。はい。異例の採決となりましたということで、まあこの写真とね、映像がですね、テレビでも報じられたので、さすがにまあ高市支持者の人たちも動揺し始めているので、そこはいい傾向だと思います。今後も欠席すべきです。ということでですね、まあ、ただ、まあ、参政党と国民民主党という人たちは、なんか、法案に賛成していたはずなので、彼らはどこに行ったんでしょうかという感じではあるんですけども、日本の国旗を傷つける行為に刑罰を課すというとんでも法案、日本国旗損壊罪法案が30日衆院会議で、可決されてしまいました。憲法が保障する表現の自由に真っ向から抵触する恐れがあると懸念が示されています。与党の強引な国会運営への反発から自民党と維新の会以外は全員消えました。はい。誰もいません。はい。いやー、だったら最初から反対してよって参政党は表現の自由一点張りで押せたでしょ別にはい。っていう話なんですけれどもね。まあ、なぜ反対してくれなかったのか全く理解できないのですが、はい。ということですね。ドラさん、こんからです。前の臨時国会から高市もだが、維新もまあひどい。まあ、維新がこのひどい国会を引っ張ってますよね、もはやね。福祉道法案も国旗損壊罪も全部維新ですからね。はい。いや、公明党維新連立してから劣化がひどいっていうですね、まあ本当公明党はね、やっぱり腐っても公明党だったんだなっていう、ちゃんと自民党をある程度コントロールしてくれてたんだなっていう、公明党よお前だったのかみたいなネタがちょっと流れてきてたんですけれども、まあ私好きじゃないけどさ、でも本当に維新との比較でやっぱり落差が激しいですよね。うん。神谷は昔維新に入党してしまったから、個人的な恨みはやっぱあるのか。まあ確かにね、昔は仲良かったですからね。国旗毀損って選挙のネトウヨの痛がらせに使う以外で何の理由があるのか。維新のおかげで大阪のインフラはズタボロですということで、はい、後でその話もします。スター・ウォーズのプリクエル3部作の共和国じゃんってなんで尊敬してたんだよということで、はい、アムネスティ・インターナショナルが公式声明を出しました。日本国旗損壊罪創設は表現の自由を不当に制限する方針撤回を強く求めるということで、日本の国旗損壊に刑事罰を課す国旗損壊罪なるものが創設されておりますが、アムネスティ・インターナショナル日本はこの拙速な法制化の動きに対し国際人権法及び日本国憲法が保障する表現の自由を不当に制限する恐れがあることから強く反対を表明します。私たちは国旗に敬意を払う自由を否定するものではありません。しかし表現はたとえ一部の人々あるいは多くの人々にとって不快あるいは侮辱的と受け止められるものであってもそれだけで処罰されるべきではありません。当たり前ですね。国家やその町長に対する賛同だけでなく批判や抗議を表明する自由が同時に表明されなくてはなりません。与野党4党が共同でこの6月に、提出した刑事法改正案では日本国に対して侮辱を加える目的で国旗を損壊し除去しまたは損した場合は処罰されるというふうに明言されています。これは単なる財産の保護ではなく国旗の象徴的価値を損なったり国家への敬意を欠くという理由で特定の表現に刑事罰を課すものですということで、まあどう考えても思想の自由に反してますよね。はい。だから左翼を弾圧するための法案でしょと言われてもしょうがないと思います。別に私国旗燃やさないけどさ、実際にやるかどうかとはまた別の問題っすよねこれ。だからねまあ、表現の自由に対する不当な弾圧としか言いようがない、批判を含む政治的な表現はですね、保護されるべきものなので、だからですね、日本国旗がいくら燃やす人間がいないからといって、勝手にこういう法律を作ってはいけないというですね、基本的な事実に立ち返るべきじゃないかと思います。ですね。国旗損壊罪みたいな不快とか感情に帰する法律が1個でもできると次々にそういう法律ができる。そうなんですよ。だから情緒的に不快だから弾圧していいのだみたいなね、ファシズムがまかり通る社会になりかねないので、
自民党がそこまでする気だとは、まあ思いませんけれども、思いたくもないですけど、まあその彼らの意図によらないはね、別として、そういうふうに利用できる法律なんだから絶対に作るべきではないですよね。はい。そうですね。しかも器物損壊罪で OK。ちょっとその解説はします。日の丸が名実ともに差別と弾圧の象徴になりましたね。はい。岩屋さんだけが自民党の良識を示しましたね。言うほど左翼って国旗燃やしてるか。左翼よりもですね、右翼の方が既存してますよ。彼らボロボロの国旗振り回してるでしょ。だから右翼の人たちも触れなくなるんじゃないかと思いますよ。怖くて。国旗損壊罪もこの批判を免れるために言い訳がましい条文になっており、本当にひどいですね。まあ、日の丸バッテンはね、たまにやってる人見ますけどね、イラストだったと思うけど、はい。国旗に特別な保護を与えてはなりません。国家を神聖視しないことが民主主義の前提であり、常に批判や風刺の対象であるべきだし、そもそも愛国心を育てるために処罰を許可するという発想自体が矛盾しています。罰則で国家への敬意を求めることは愛ではなく服従への誘導ですということで、まあそりゃね、川上美恵子先生が言ったらね、そりゃそうでしょうという、まあ当たり前の話なんですけれども、はい、その通りだと思います。今朝の新聞の風刺画ですが、国旗損壊罪の効果はこれでしょう。国旗が愛国心どころか意味嫌われ、嘲笑の対象になります。つまり全くの逆効果ですということで、これ朝日だったかな、よくこれ載せたなと思うんですけれどもですね、まあ、これが、正解ですよね。はい、危うきに近寄らずですよ。だからね、だって損壊したらさ、罰則されるし、最悪逮捕されるわけでしょ。そんなもの誰が振りたいとか思うわけですか。だってこうやって立ててたらさ、近づけないでしょ。それはね、公式なそういう県庁とかは掲示すると思いますけれども、そういうね、特別な、まあ、職業の人とか以外は、まあ、むやみに近寄れないですね。謎の、だから、オブジェになると思いますよね。はい。だからね、いつも正月とかになんか玄関に嬉しそうに国旗を立ててる右翼のおじさんたちが一番ですね、被害を被るのではないかと私は思っています。おとなしはやさん、立法事実も保護法益もないということでですね。はい、めちゃくちゃですよね、本当に。東京新聞か、ありがとうございます。今まで純粋な経緯から国旗を振っていた人たちも逮捕が怖くて持たなくなるのではないでしょうか。右派活動家、日本国へのヘイトへの対処みたいな無理筋も無理筋、とんでも論理を持ち出してでも違法法案を正当化しようとしていますが、ヘイトという言葉が軽々しく使われていた果てにある言葉ですね。はい、日本ヘイトなんてないですからね。はい。メッセージは渡辺かさん、ここから明日です。全然大丈夫ですよ。こんな法案通して何になるんだろうかというですね。河合祐介の日の丸マントマジでやばいと思いますよ。あいつ捕まるでしょ。いや、私は、まあ、彼はね、あんまり同情しないんだけど、あまりに国境粗末に使ってるからね。はい。ということでですね。でも、どうせ警察って左翼が何かしたら逮捕されるだろうけど、右翼が日の丸ボロボロにしてもスルーするんじゃないでしょうか。まあ、そういう恣意的な運用がはびこるでしょうね。まあ、それも問題ですよね。だから結局、右翼って名乗ってる人たちだったら許されるけど、まあ、左翼がね、こうやって、なんか、アナーキーフラッグみたいなのを振ってたら逮捕されるみたいなね。冗談じゃないですよね。どう考えても弾圧法案だろっていう。はい。ですね。他の風刺画も面白い方なんですね。すいません、知らなかった。ありがとうございます。そうですね。ということで、先ほどからコメントで突っ込んでくれている方がいらっしゃいましたが、器物損壊罪の方が刑が重い、国旗損壊罪が突っ込みどころ満載ということでですね、まあ、すっかりもう反権力メディアになって、週刊現代さんなんですが、最近覚醒してますね。はい。ですね、ちゃんとしたまとめになっています。はい。中道改革連合の後藤議員がですね、質疑、前回の配信でも見ていただきましたけど、これまでに国旗が傷つけられ、それによって国民感情が傷つけられているという具体的な立法事実があるのかを正すと、答弁に立った自民党の高木議員は、過去の事例としてまあ4件ですね、ライターに火をつけたとか、うんたらかんたらとか、だらだらと答弁したんですけど、まあ、それに対して後藤さんは、その4つの事例は全て器物損壊罪の対象なんですけど、器物損壊罪の方が国旗損壊罪よりも刑が重いですよね。そちらが適用されるんでよろしいんじゃないでしょうかとして、このような法律を作る意味はないというふうに、立法事実はないっていうですね、法律用
用語なんですけど、述べました。ですね。まあ、この共同提出をした、国民民主党の玉木雄一郎代表は、6月16日の記者会見で立法事実はありませんというふうに答弁しました。はい。何を言っているのか全く分からず、まあ、立法事実のある事例が少ないから予防的立法事実だみたいなとんでもないことを言い出してるんですよね。予防的立法事実ってなんだよ。予防的にそういう犯罪を防止するために法律を作ることができるみたいなことになったら完全にこれ全体主義のディストピアじゃないですか。だから烏丸百区がなんかね、政府を批判しそうだから、烏丸百区法みたいなのを作ってもいいっていうことになりますよね。私がテロリストになるかもしれないからっていう理由で。いや、何を言ってるのか全くわからないし、全く説明になってない答弁ですよね。昼に、玉木さんに記者会見で予防的立法事実っていうのは何なんですかっていうふうに改めて記者さんが聞いたところ、立法事実はございませんみたいなことをですね、玉木雄一郎さんは言ったそうです。なぜこの法案を提出したんですかね、玉木雄一郎さんは。しつこく言うけど。ひどいですよ、ほんとこの人は。まあ、参政党でさえね、こんなこと言わないと思うんですけれども、はい。まあね、まあ結果的にまあ退席してくれたからまあ一応ギリギリその体制抑散会には入らなかったと言えるかもしれないですけれども、まあそもそもだから自民党への取引材料としか思ってないから、むちゃくちゃな法律だっていうことを理解した上で賛成してるんですよ。ひでえよな。だから分かってるだけ立ち悪いと私は思いますね。はい。ということでですね。サンゴさん、シンズさん、ゴンカラスです。来ていただいてありがとうございます。予防的立法事実の保護なんてわけわからない法律をひねり出さなきゃいけない法律なんかいらないだろって。本当人権派弁護士が訴えたらね、真っ先に違憲になると思いますよ。はい。さすがにね、日本の最高裁は本当腰抜けだし、違憲判決出さないですけども、出さざるを得ないんじゃないかと思いますよ。はい。どう考えたって違憲だから。予防的立法事実はさすがにやばすぎるでしょ。ファシストの発想ですよ、これは。まあ、もちろん玉木さんは本気で言ってないと思うんですけどね。だからデタラメなんですよ。今や防具などのファッション誌や週刊誌の方が権力の監視してるっていう、なんかそれ腐敗国家の特徴なんだよな。だから決していいことではありませんね。まともに新聞とかね、メディアが機能してないっていうことなんでね。デモをさせないためだと思います。いや、私もそう思いますね。だから結局左翼がね、適当なこと左翼がなんかやってたら、イチャモンつけて逮捕するための法律じゃないですか？知らんけど。審議前から散々言われてたけど、お子様ランチの国旗とかいろんなケースを考えて骨抜きになるんだってマジで審議リソースの無駄。そもそも予防的と事実は相入れません。はい、その通りです。刑法について議論するだけに予防はめちゃくちゃ危ないでしょ。何でもありだよ。予防的事実というなら、あえて日本語訳するなら起きているが起きておらず起きるかもしれないみたいな。もうめちゃめちゃだよな。だから玉木さんって別にそういうことが分からない人じゃないから、分かってて言ってるんですよ。でも分かってて言ってるから余計悪質感が、これ写真も悪意があると思うんだけど、何を言ってんですかあんたはっていう話ですよね。ほんとバカにしてますよね。そう。左翼と呼ばれないような見せかけただけを考えているチーム未来と玉木雄一郎。ですね。明日の憲法審査会もやるのかな。まあ、訴えるためにはそうか、一度事件化しなきゃいけないのか。そっか。だから誰か、捕まらないといけないっていうことですか。ということでですね。はい。ただですね、まあ、こういうめちゃめちゃな法案を、提出しながらですね、さらにめちゃくちゃな法案をですね、可決していたりします。はい。ちょっと、報道1930を見ましょう。あるんですが、このように話しています。先月、個人情報保護法改正を審議する委員会で医療データの取り扱いについて問われ、性善説に基づく制度というふうに言われればそうかもしれないが、性悪説に基づいて法律を作ってしまうと何もできないと、このように松本大臣は話しています。ではどのような懸念があるのか具体的に見ていきますと、例えば就職や結婚、ローンなどでの不利益、それから実名が流出する可能性、そして犯罪に利用されるということも考えられます。また思想や心情などが監視されると、そういうリスクもあります。今回取材した国立情報学研究所の佐藤教授は、事業者に渡った個人情報は全て第三者に渡ると思って行動しなければならなくなる。監視されるかもしれないと行動を規制し、 SNS で本音を言ったり政府批判をしたりということもやりにくくなると、このようにおっしゃっています。はい、例えばこれ一部ですけど、我々こういうことが起きるんじゃないかと挙げてみました。まずこれ不利益で言えば、いろんな情報が漏れていることでわからないんだけどいきなり断られちゃったみたいなことが起きるかどうか。はい。まあ、1930さんさすがというかですね、非常に分かりやすくまとめてくれてるんですけど、
個人情報保護法改正がまあ今通るか通らないか、まあ参議院でも可決する可能性が高いみたいなことが言われておるんですが、まあもうめちゃめちゃですよね、この法律。要は、AI に学習させる、まあ、限りにおいてですね、統計情報の、取得とかは、個人情報をですね、勝手に与えてもいいみたいなことを法律で決めちゃうわけですよ。そういうことをすると、まあ就職とかね、ローンとかにそういうのを悪用される可能性あるんじゃないですか。実名が出る可能性もあるんじゃないですか。SNS 事業者でニックネームの場合も氏名とともに検索する可能性があるんじゃないですか。特例とかの犯罪組織に家族構成とかを把握されたらどうやって責任を誰が取るんですかっていう。はい。性善説に基づく運用なんですみたいな。性善説に基づいて個人情報保護法案を作るんじゃないよ。何を考えてんの。はい。もう1から100まで全部めちゃめちゃなんですけど、まあ中道の長妻さんがですね、結構ちゃんと解説してくれてるので、まあよかったらですね、全編見てください。はい。いや、ほんと話にならないなと思います。だからね、何の目的で、だから結局パランティアとかに渡したいんじゃないのって思っちゃいますよね。なんで AI に個人情報が必要なんだよっていう。で、ここに出てる AI 医療業者の、医療事業者の人たちがね、AI に、の開発とかにも積極的な人がインタビュー受けてるんですけど、彼らの言い分からすると、もう個人情報が入ってるとね、怖すぎてちょっと、私はメンタルクリニックやってるんで、個人情報漏れてしまう可能性があるってなるとちょっと怖すぎてそういうデータには触れませんみたいなことをおっしゃってるんですよね。だから AI 開発の役に立たないじゃんという、まあ話なんですけどね。はい。いやー、ほんとめちゃめちゃですね。はい。そしてめちゃめちゃその次ですね。はい。皇室典範改正案を閣議決定したそうです。養子の子に皇位継承資格ということで、まあ私は反天皇主義者なので、先日ですね、麻生太郎さんと、まあ天皇をネタにした動画などを出したわけですが、これも閣議決定するんだ。すごいね、自民党は。ということで、男系男子の継承を維持する方針を鮮明にしたということでですね、また、与党だけで閣議決定したそうですよ。これ、さすがに右翼の人は怒らなきゃダメじゃないですか。めちゃめちゃにされますよ、これ。皇室典範。ほっといていいんですか、自民党と維新をこのまま。いや、私はまあ、天皇制自体を守りたいみたいな気持ちはないんですけど、正直言うと。いや、それにしてもね、めちゃくちゃですよね。そう、麻生さんを皇族にしたいだけの法律ですからね、ありえないですよね。そんな法律を自分で作るか、普通って。はい。あなたの情報が外国、内国情報機関、犯罪組織に流れるかもしれません。まあ、長妻さんはね、そうやって言って、保守の人にも訴えてますからね。うん。そう、天皇制は解体すべきです。そんなあからさまに国民監視したいのを隠さないやついますか？めちゃくちゃすぎでしょ。政治リソースの使い方が間違えてるし、消費税とかそっちにリソースを割くべきではないでしょうかっていうね。いや、全くその通りだし、みんなそう思ってると思うんですけどね。参議院が止まればね、まあいいんですけどね。ない。まあ、皇室のね、神秘性とかも映せるし、結局右翼の人たちがそうするんじゃないですか。いや、それは私はどうでもいいんだけどさ。はい、天皇制をやめさせなければいけないと思います。そしてですね、これちょっと配信直前に入ってきた情報だったんですけど、最新見直し文書が審議中になんか勝手に廃棄されていたそうです。は？っていう。まあですね、刑事裁判のやり直し、再審制度を見直す法改正をめぐっては、まあ、稲田朋美さんなんかが事実上造反するなどですね、結構荒れたことを記憶してて、まあ自民党にしてはね、それなりに議論してたっていうのは、まあ皆さん記憶してるところだと思うんですけど、今年4月にですね、情報事前審査における、対応における公文書を法務省に、弁護士 .com ニュースなどが求めていたんですけど、これを法務省が勝手に廃棄していたことが判明しました。はい。いや、もう、これ法治国家の定義をなしてなくないですか？勝手に官僚が、そのいわゆる重大文書っていうか、だから、公文書ですよね。公文書を廃棄するったら、それ、もう独裁国家と大して変わんないですよね。まあ、時系列をこれ、弁護士 .com さん書いてくれてるんですけど、2月に、法制審議会が見直し案を取りまとめ、まあ、検察の方がですね、自民党が
反発してる、やばいっていうような、感じで、受け止めていたのがこの辺だと思うんですけど、4月10日に法務省に開示請求弁護士 .com がした。5月13日に法務省が弁護士 .com に作成または取得しておらず保有していないとして不開示を決定し、自民党がその後に法案を了承した。東京新聞が同月に法務省に開示請求をしたが、これも認められず、廃棄済みで保有していないみたいなことをして不開示を決定したと。ということなんですけれども、実は、26日、法務省が自民党部会の事前審査の対応に関する公文書を廃棄していたと東京新聞が報道。平口さん、法務大臣が、閣議後の記者会見ですいません、捨てましたと認めたと。何なんだこれはってもう法治国から手を出してないでしょ。だから自分たちにとって都合悪い公文書だったら捨てていいって思ってるんですよね、法務省は。入管もろとも解体した方がいいんじゃないですかね。はい。ありえないと思います。はい。つうことでですね。ですね、差別の象徴、天皇制は本当やめるべきだと思いますし、宗太郎はだから藤原道長みたいになれないんだから、もう先長くないんだからさ、あなたは諦めなさいよという。はい。SNS によくいる天皇大好きリベラルは、あれ事実上保守派だと思いますけどね。はい。後に保守派の人の意見も紹介しますが、どれだけ安倍晋三さんが日本を破壊したのかという、これもね、森友家系から続く話だと思うんですけどね、公文書を勝手に、官僚が廃棄するというですね。麻生太郎は同郷ではないでしょうか。この養子案も例えば養子に行った旧皇族と一般人の女性に生まれた子が皇位継承権を得た場合、皇族とはいえ一般人同士の子を得た子が天皇制の可能性であることについてはそこも何とも思わないのおかしいですよね。だから結局そういうなんか右翼の一般人みたいなのを皇室に入れたいだけなんじゃないですか、あなたたちはっていうふうに、疑われる理由になってると思いますね。一昔前のハンガリーみたい移民難民庁が必要です。お笑いで政治やってんじゃないし、人の命がかかってんだから、本当ね、最新法でこんなことするって本当ありえないと思いますね。本当ありえないといえば、国民投票法なんですけれども、こちらの買収罪、利益誘導罪は1対1は規制の対象外っていうことらしいです。禁止されて、一応ですね、法律上禁止されている組織的多数人による買収も犯罪として立件するのは法律の立て付け上相当難しいと。なので、国民投票が発動された場合、憲法改正のね、国民投票が発動された場合、今のままの法律の立て付けですと、金を持っている方が断然有利になり、やはりプロパガンダを防ぐことは難しいということで、上脇博さんが、主張されておられます。その通りだろうなと思います。多くの人がそれを指摘してますので、法律の専門家からね、ありとあらゆる、弁護士さんとかで、ありとあらゆる人がですね、国民投票法案がそのまま通って、憲法改正が発議されてしまったらですね、プロパガンダを止めるのは難しいというふうに評価されてるわけですよね。はい。しかも公文書廃棄を障害者雇用者の整理しててマジふざけんなだったっていうね。あの時から本当ね、自民党はもうなんか腐敗してちゃんと法治国家を運営できるない状態にまでなってたと思いますよね。天皇大好きだったら中曽根の礼の発言に今回取り上げないですけど、はい、ぶち切れてだけおかしいんですけどね。天皇制で一つ思い出したのは、皇后は離婚できないんです。できないというか想定していないという無責任な提案を装って王室典範に明記していないんですね。これも女性差別ですよね。はい。そして、リクエストがあったので、医療保険制度改正法、高額医療費、OTC 治療費を、含めたですね、リストを作ってくれた方がいるんですけど、衆院定数削減法案が今、審議入りしてます。国旗損壊罪法案は、衆院内閣議で可決し、成立の見通しが大です。最新見直し改正法案は会期内を目指しております。皇室典範改正案は、今閣議決定してます。国民投票法改正案については残念ながら成立の見通しが大です。国家情報設置法、予備自衛官兼業特例法、防衛省設置等の一部を改正する法律、そして医療保険制度改正法については通ってしまいました。SNS 対策法案はなんかこのまま本当に通していいのかって感じだけど通る予定です。個人情報法改正案は今参院で審議中です。これ全部廃案にする方法ないんですかね本当に
ろくでもない法律しか通してないやんっていうですね。まあ唯一だから自民党を縛る可能性があるって言ったら、それこそ SNS 対策法案だけだったわけですけれども、日本国首相がですね、日本国首相自らが SNS で誹謗中傷していたという疑惑が、浮上するに至っては、まあそもそも審議する資格がないよね。はい。つうことでですね、本当高市内閣になってからどれだけめちゃくちゃをやってるかというのが、まあ一覧表で一目瞭然ですね。はい。いやー、クソ法案がこんなにあんのきつい。全部いらないですね。どんどん維新の大阪都構想の投票みたいな馬鹿げたやり方が全国に広まりそうで怖いですね。はい。で、野党がまた審議拒否か仕事しろとかそう思っている前に考えてほしいです。なぜ審議拒否に至ったんでしょうか。高市政権は中傷動画疑惑について答弁を避け、秘書の陳述書で済まそうとしました。予算委では首相の答弁回数が前年比で4割も減りました。質問に答えません。承認を出しません。数の力で押し通しています。この状況で粛々と審議に応じろと言っているのは、殴られても黙って座っていろというようなもんです。審議拒否はサボりではありません。ルールを無視する多数派に対して少数派が持つ数少ない抵抗手段です。私は審議拒否そのものの是非より、なぜそこまで追い込まれたのかを見てほしいと思いますということで、まあ当たり前のコメントだと思うんですけど、まあね、右翼の人たちは早速なんかネガキャンを始めてて、なんか野党がね、審議に応じないからね、国政が進まないんだみたいなことをまたぞろ言い始めて、まあ森友家系みたいにいつでまでやってんだみたいなことを、おそらく言い出すと思うんですけれども、まあ粘りに粘り続ける必要があると思いますし、まあここでね、譲ってしまったら、まあ参政党とか国民民主党はいつ裏切るかわからんし、ここで粘れなかったらね、もうおしまいな気がするのでですね、何が何でも踏ん張るべきじゃないかと思いますね。はい。ですね。参院は野党の方が多いはずなので、自民の委員長は強硬的に審議はできなそう。そうですね。だから自民党がどれだけ強硬にやる気なのか、参院で否決されても確かに衆院で再可決できる状況なんだけれども、まあそれはまあある種禁じ手ではあるわけですよね。そこまでやってしまったらもう完全に信頼関係が崩壊するので、まあ高市さん退陣してくれっていう話にもなると思います。これで高市はいじめられてるとかいうイメージ作りに成功してるんだからすごいわ極右はっていう。はい。八王子さんおやすみなさい。ありがとうございました。はい、そしてですね、高市さんが最後の手段に出ようとしています。国会会期60日延長案が浮上しています。首相が検討打診ということで、7月17日に会期末を迎える今国会をめぐり、政権内で会期を60日間延長する案が浮上しています。高市さんは少数与党の参院で先ほどコメントもありましたように、審議が滞っても衆院で再可決成立できる憲法の60日ルールを念頭に自民党幹部に検討を打診しています。ということでですね、まあ何でもかんでも衆院で再可決すればですね、まあ通る。確かにそうなんですけれども、まあこれをやってがね、まあただ最後ではないかという話もちょっと出てます。まあこれあくまで意見なんですけど、中道支持の方々ですね、60日延長としては野党としては勝ち星でしょう。むしろどう考えても一番嫌がっているのは自民党内部です。延長を決めた途端に野党は正常化し質疑時間を取りに行くでしょう。高市さんは大臣は、例えばね、普通にですね質疑をするわけですよ。中小動画法案とかに関してね、質疑しまくるのにですね、60日間耐え続けなければいけない。約、まあ、1ヶ月半ぐらいですよね。無理じゃないですかね。初めに会期に延長しないと言い出したのは自民党の鈴木幹事長です。結果だけ見ると、もし本当に会期を延長するのだったら幹事長の発言を無視している形になります。また特に副首都構想に関しては、まあこれはね、あくまでも推測なんですけども、自民党内にはあまり賛成する人がいないと。自民党こそ、もともと時間切れを狙って、まあ維新でね、衆院で可決してあげたんだからいいでしょうって済ますつもりだったんじゃないでしょうかと。これ最後のはね、もちろん憶測だし、まあ中道さんにね、都合のいい見方を多少してるとは思うんですけど、まあ、確かにね、これやればね、高市さんは困るだろうなと思います。だってね、60日間中小動画の話されるんですよ。1週間も持たなかったのに、まあ1週間で勘弁してくれみたいなこと、1週間とか2週間で勘弁してくれみたいなこと言い出したわけじゃないですか。そしたらさすがに60日間は耐えられないでしょ。だからもう下手するとまた解散するとか言い出しかねないんじゃないかと思います。はい。まあそうですね、野党が多いから委員長の解任決議みたいな手段もできますよね。
イデオロギー云々の前に坂市政権はそう根回しっていうのが全くできないですからね、強引に可決する以外の方法ができないわけですよ。だからそれをやればやるほどどんどんね、参政党とかね、国民民主党にも嫌われていくわけですよね。はい。国会に出てくるのが大嫌いな市長なのに会期延長とは、だからね、自爆って言っちゃったらごめんなさい。自滅の道を歩んでんじゃないですかね。だから高市さ、だって国会審議するの嫌なのにさ、あんなにメンタル弱くて苦手なわけでしょ。だからね、私を責め立ててくれみたいなこと言っても、そりゃね、なんかかわいそう作戦をまた狙ってくるのかもしれないけど、さすがにそれじゃね、本人が持たないんじゃないかと思いますよね。はい。ということなんですけれども、ただね、そんな高市さんはですね、政権支持率を維持するために何をやってるかというと、はい、ガソリン補助金を上乗せするそうです。経済産業省は29日、ガソリン価格の急騰を抑える補助金に7月2日から一定額を上乗せすると発表しました。石油元売りが市場価格よりも高い値段で原油を代替調達しているため、割高分を上乗せ支給して1リットルあたり120円程度に抑える。いや、だから、ラフさを作れって言ってんのに、まだガソリン価格の、上昇を抑えようとしてるんだっていう。すごいっすね。だって、ホルムズ海峡が、開く見込みないじゃないですか。さっき言いましたよね。だから攻撃が再開してんすよ。攻撃が。再開してる状態なわけですよ。だから、一応ね、イランが攻撃停止に同意しているとは言っても、いつどこでどうなるかわからない、いつまでね、話が続くかわからないような状況なわけで、こういう時にですね、さらに、補助金を突っ込むみたいな。これもね、本当だから借金を増やしてるだけですよね。はい。我々のね、お金がなくなっていくわけですけれども。ナフサが枯渇して続けるドル165円のその先へさらに行くのかっていう、絶対にやっちゃいかんことばっかりやってくれるなと。でも、ほんとここまで来るとね、支持する側も責任はありますよ。はい。だからですね、支持率が急落とかすればいいわけだけど、なんかね、少し 2% ぐらい上がったっていう話も出てて、もう支持率がよくわからんことになってるんで、はい。なのでダメなんですけど、南鳥島のレアアースを産業として開発、早期実証ということを言い出しました。またその話かよ。はい、いい加減にしてくれという感じなんですけど、高市総理大臣は南鳥島周辺の海底レアアース資源について産業としての開発に向けた実証事業に速やかに取り組むとともに必要な体制を整備するよう関係閣僚に指示しましたと。いうことなんですけど、なんかこの手段でごまかしきれないと思いますよ。自分で外交の火種を撒いておいて、いざ中国依存の救助を突かれたら南鳥島のレアアースを早く実証しろと言い出しましたが、それは深海6000メートルの最高実証段階で商業化まであと何年もかかる国家プロジェクトなんですよ。今すぐ消化したいっていう局面で消防車の設計図を動かしているようなもので、完全にパニックってんじゃないかなというようなですね。はい。だから本当ごまかしですよね。だからレアアースみたいなこと言ったら確かに支持者の人たちは喜ぶかもしれないですけれども、実際取れないんだから、ごまかしきるのにも限度がありますよね。はい。これはもう本格的にダメなのではないか。倒産がコロナ以上ですね。今のところだからナフサ不足というよりはそれ以前からの物価高の影響ですけれども、これからね、さらに倒産が増えるのではないかって言われてますよね。高市支持率は何を調査対象にしているのかと思うくらい意味がわかりません。やっぱずれはさこからすです。帰ってきた愛国レアアース。南鳥島のレアアースは中国に早く謝ってほしい。経団連が中国に直談判する勢いなのにまだそんなこと言っているのかと。神戸製鋼出身の安倍さんの方がマシだったのではないでしょうか。はい。そんな感じなんですけれども、相変わらずですね、国策言ってるのはですね、はい、やっぱり自衛隊もですね、自衛隊がパランティア社の AI を導入する可能性、背景に米軍の指揮統制システムの一体化、やっぱりそうかという話なんですけれども、朝日新聞の報道によりますと、今年1月下旬から2月初旬にかけて、防衛省などで実施された日米共同統合指揮所講習金エッジでは、パランティアを使ってたそうです。やっぱりそうかという話ですね。で、3月にピーター・ティールが来日してたわけですよね。で、小泉も1月にこのように握手してたわけですけれども、マジでパランティアの AI 使う気なのっ
って、まあ私はもちろん、個人情報の、まあ今回のね、個人情報法案の絡みがあるので、国家情報局とかに利用されることに関してはもう全面的にもちろん反対だし、まあ全てにおいて全部パランティアを導入することには反対なんですけれども、たとえ軍事用途に限ったとしてもですね、リスクの方が大きいですよね。だってイランの小学校を攻撃したの、このメイブンのせいですからね。分かっててやってんのかなっていう。だからなんかアメリカに言われたら何でもかんでも AI を取り入れてしまうのかなとやっぱ思いますね。インテリジェンスかっこ笑い。国産レアアースで嘘じゃなくて本気で言ってたとしたら驚愕ですっていうですね。いや、さすがに分かってはいると思いますけどね。数年後の話ですからね。はい。そしてどんどん死の商人たちが日本に触手を伸ばしています。欧州の防衛ドローン企業が日本に製造拠点ということで、まあこの前果たしたですね、なんだっけ、アンドリルだっけ、あれとはまた別の話です。ポルトガルの新興企業のテックエーバーが日本で防衛ドローン無人機の製造拠点を立ち上げる予定です。マルベニが日本での顧客開拓を支援しています。センサーなどの日本企業が強みを持つドローンの要素技術を製造に活用し、国内供給網を構築しアジアへ輸出する。いやー、これ死の承認コースまっしぐらじゃないですか。だからこういう産業に依存するようになるとダメですよ。非常に良くない。だからこれで食ってく人がいるわけじゃないですか。そして日本のだから産業になってしまって、みんなそれで給料をもらって生活するようになってしまったら逃げられないですよ、誰も。はい。だからねえ、なんて言えばいいんですかね。だからそういう方向に国を傾けてはいけないと思うんですけれども、まあこのままね、小泉さんと高市さんを放っておいたら絶対こういう方向に進むわけですよね。だから米軍の二の舞ですよ。はい。そしてこんなニュース。陸上自衛隊鯖江駐屯地、令和8年6月2日に緑、子ども園の園児32名が鯖江駐屯地の見学に来ました。可愛い来隊者たちに隊員もにっこりですということで、こんなことやってるのに、辺野古のあれは、変更教育だって言ってるんだっていうですね、まあ驚きのリプライが大量に寄せられていたので、一部のアカウントのみが返信できる状態になっております。はい。いや、自衛隊はなんか今どういう目線で自分たちが見られるか分かってないんじゃないですかね。悪いけど歓迎されてないですよ。悪いけど歓迎されてないし、極めて疑いの目で見られてるんですよ、あなたたち。今までの災害救助隊みたいなですね、ポジティブイメージがですね、だんだん崩壊しつつあるから、まあ小泉さんのせいなんだけど、その状況でですね、よくこんなことできんなっていう。まあね、右翼の人たちはなんか、いや、左翼の自衛隊嫌悪だみたいなことでまた吹き上がったりもしてるみたいですけれども、そういう問題じゃないですよね。子供に教えていいのかっていう話じゃないですか。はい。政治的中立性。武器輸出って外交戦略上どの国でもいい顔で生きづらくなるからっていう視点でもね、いや本当ね、日本の外交イメージを根底から破壊してますからね。だから全く国益にならないと思いますよ。まあ国益あんまり言いたくないけど、中国がアジアの平和に尽力したら戦争がなくなった日本が干上がったりするんでしょうかね。いやまあそれならまあ私はだから台湾と平和的になんか解決してくれるんだったら、私は正直それでもいいんだけど中国の人権侵害はね解決してほしいけどね。自衛隊への志願が減っているのも自業自得としか言いようがないのではないかと。はい。っていうことでですね、またこれが掘り返されてるんですけど、まあ私、福島みずほさんとかが当時言ってたのを知ってたんで、まあ去年のニュースなんですが、小学生に防衛白書というものが去年配られて、7月13日に報じられました。防衛省が全国2400の小学校に子供版防衛白書を送付していたことが分かりました。特定の国を名指して防衛力強化の必要性を説いているほか、政治的に意見が分かれている安全保障政策などについて一面的な捉え方につながる可能性があるなどの指摘があるということで、まあ、石破政権ではですね、こういうまともな報道がまあたくさんあったわけですね。はい。で、これ内容が本当にでもやばくて、さすがに言わざるを得ない。中国、北朝鮮、ロシアって書いてある。中国、北朝鮮、ロシアって書いてある。いや、これは、やばすぎますね。はい。いや、見たから知ってたけどさ。さすがにその仮想敵国を名指ししてるのはまずいでしょう。だから子供に読ませるもんじゃないですよね。大人だったら、
必ずしもその国に悪い人たちがいるわけじゃないということを理解できるかもしれないけど、子供理解できないですよ。中国、北朝鮮、ロシア、TPRK だけど、って3つ並んでるんですよ。どう内政っつうのこれ。はい。まあこのようにね、排外主義や差別を煽りかねないような冊子を自衛隊は配っていたという前歴があり、その上でこれなわけだから、それはみんな怒るよねっていう話ですよね。政治的中立性とかどこに吹き飛んでいったんですかね。はい。ということですね。自称軍師を増やしてどうするのか、これはひどい。自衛隊の自浄作用は期待できない。見学に来た子供たちに日本の平和を見守るために自衛隊は武器を使って戦うんだよと説明しているのはダメなんじゃないでしょうか。いや、ダメだと思いますよ。一応ね、ほふ前進とか基本教練とかを、ジムで体を鍛えてるのとかを、見学したという体裁になっているんですけれども、それだけじゃないだろっていう感じがしますよね。はい。いや、これリクルート用だと思いますよ。はい。こういうことでね、平気でやってますからね、自衛隊はね、子供食堂にもこういう冊子を売ってるし。だから批判されてるのにさ、別にあなたたちが嫌いでやってんじゃないんですよ。子供を狙わないでくださいっつってんの。在日米軍が犯罪を犯しても不起訴なのはなぜか教えましょうって。子供はそうなっちゃうよね。公明党が教育基本法改正の時に自民党と衝突がありましたね。そうですね。だからあの時も公明党がちゃんと批判してくれてたみたいですけど、なんか愛国心を教えるのは我々のね、義務だみたいな、我々が国民の代表なのだみたいなことを言ってたんですよね。自民党は。ほんとどうしようもないな。一部ネット用が中国、韓国は反日教育をしていると言い続けるの自分がやってるからじゃないでしょうか。いや、ほんとね、鏡ですよね。はい。投影だと思います。自分たちがそういう教育したくてたまらないからそういうこと言ってんじゃないですかね。私はそういう教育をすべきじゃないと思いますけど。はい。そしてですね、25日に、ちょっとショッキングなニュースがありました。高さ15メートルから機関銃が落下し直撃、訓練中の自衛官が亡くなる、1億3700万円損害賠償を求める訴訟で妻が意見陳述ということで、これもまた自衛隊不祥事ですね。はい。陸上自衛隊のこれちょっと知らなかったんですけど、訓練中に死亡事故が、去年あったと。3月13日に、長野県の陸上自衛隊で、発生しました。30人名が参加した夜間のアルペンレンジャー訓練中に、訓練棟の最上部にいた隊員が携行していた機関銃が、誤って落下し、それでですね、激突した、2頭の陸曹の方が亡くなってしまったという非常に悲劇的な事件なんですけど、どう見てもね、重大な業務上過失致死ですね。で、降下訓練における武装や、装置の脱落防止に関する規制やマニュアルがなかった、訓練で使われる脱落防止用のベルトや追い紐について、安全性が確保された慣用品ではなかった、訓練が丸1日行われていた、個人のミスを防ぐための相互確認もなかったみたいなですね、どんだけずさんなんだ、長野自衛隊っていう。ちょっと本当にこういう人たちに武器渡すで大丈夫かっていう、それだけでもね、ひどい事件なんですけれど、自衛隊の対応がもうマジでひどくて、まず上官を処分しないんですよ。で、加害隊員は、警察に招致されたんですけれども、刑法違反かどうかはまず検察が起訴不起訴の判断をして裁判所が決めるもんであって、自衛隊が上司に責任はないみたいな発言をしていること自体がおかしいと。さらに遺族が損害賠償請求を弁護士に依頼する意向を伝えたところ、公務災害保障である遺族保障年金や子どもたちの奨学援助金の支給手続きが停止された。事故から1年以上が経過した現在もこれらの保障は支払われてない。これ違法行為じゃないですか普通に。だって自衛官亡くなったその自衛官の方のパートナーさんが損害賠償請求を自衛隊に対して行ったら遺族保障年金がなくなるわけでしょ。これどう考えてもこれ違法行為ですよね。いや、事実だと思うけど、いや、ちょっと信じられないですね。だから、私、イスラエル軍っていうのを2年以上批判してるから、一応、素人なりに思うんですけど、腐敗した軍隊ほど恐ろしいものないですよ。どんだけのことが起きても、平然とだからなかったことにされますからね。だからイスラエルの軍隊って、だからパレスチナの人たちにやってること未だに認めてないでしょ。あれだけあからさまにやってて、自分で TikTok とかに上げてんのに認めてないわけですよ。だからですね、これ以上自衛隊が腐敗すると、本当に危険な領域に突入するんじゃないかなと思います。はい。
子供を集団で軍隊の基地の見学させるの、いや大丈夫じゃないと思いますよ。本当自衛隊の腐敗ですよね、これ。どの業界も人員不足なのに民業圧迫だろう。そうですね。だから官業だけをね、栄えさせてもあんま意味ないですよね。民業圧迫になってると思いますよね。マニュアルがない。自民党は機関銃を落としたやつを証人喚問するんだよな。いやいや、自衛隊の命を何だと思ってるんですか、自衛隊は。自らの組織の人間すら守れないものに国など守れるのでしょうか。いやー。トカゲの尻尾切りしてると国民は信用を失うから腐敗してるなら自己を破壊しましょうということですね。いや、でも本当ね、自己総括というか、まあ、五ノ井さんの時からずっと思ってたけどね、やっぱり組織の抜本的な改革が必要なレベルだと思いますよ。はい。なのにね、やっぱり結局こういう右翼の人たちが、まあ都合よくですね、自衛隊を操ってなんか、まあしようと思ってるわけですけど、まあこういうのをね、許さない国が一国ありますよね。どこの国だったかな、なんかここに載ってる国かなはい、ということでですね、中国が日本の40企業団体を輸出管理対象にしました。まあ、当然の措置ですね。中国は日本に対する輸出管理措置を拡大し、新たに40企業団体を対象に加えました。中国商務省は29日、20企業団体を輸出規制リストに追加し、民生軍事の療養途に利用可能なデュアルユース品目について、中国からの輸出を原則禁止。対象には防衛省のシンクタンクである防衛研究所や軍事システムの研究機関、三菱電機の関連会社が含まれ、中国政府はさらに20企業団体を監視リストに追加。対象には三井、日本原燃、中国からデュアルユース品目を輸入する際、中国当局による審査が一段と厳格化というですね。いや、これ積んでるんじゃないですかね、我が国は。いや、もう難しいでしょ、これを乗り切るの。だからレアアースを規制されただけ、まあそれでも大打撃なわけですけど、産業にとってね。だから狙い撃ちされてるわけですよね。まあ向こうはできるからやるわけですけれども、だから輸出とかをね、こいつらはね、軍事産業だから、輸出とか専用にしようっていう風に、名指しで言われちゃってるわけですよね。で、高市さんが首相である限りは多分これ解除されないですよね。はい。まあ、積んだんじゃないかなと思います。まあ、日本がね、死の商人になるよりはマシかと思いますけれども、まあ、この指定された企業さんはですね、どうするんですかどういうふうに、なんか軍事国家にしようとしたで、そうやって欲を書いてですね、ドローンとかを開発しようとしてこういう目に遭っていることに関し、どのようにお考えなのか聞いてみたいと思います。はい。事故は起きると思いますが、対応がずさんすぎます。そうですね。だから、不幸な事故ですけど、まあ、もちろんね、事故自体にも反省すべき点はたくさんありますが、ね、だから辺野古の事故もそうだけど、まあ、組織がね、規律が緩んでたりとか、いろんなね、問題があると、そういう事故が起きやすくなるのは事実です。ただね、問題その後の対応ですよね。誠実に対応しないから、やっぱり批判されるわけでしょ。当然じゃないですか。いや、自衛隊思ったよりも本当腐敗進んでてやばいですね。はい。だから日本原燃も、はい、指定されてるみたいですね。大丈夫じゃないよね、これは。だから今すぐ、中国に謝らなきゃいけない段階だと思って、地震皆さん、本当になんかまた地震とかね、頻発してるみたいなので、本当に身を守る行動を心がけてください。はい。ありがとうございます。ちょっと私はね、感じなかったけど、公務災害保障と損害賠償は同時に受けられない部分があるので、そこに関しては現時点の少ない情報で、そうか、ありがとうございます。そうか。弁護士 .com さんはね、ちょっとああいう風に書いてたのでね、私もつい違法ではないかっていう風に言っちゃったんですけど、まあ合法である可能性はあるということですか。なるほど。ありがとうございます。なんかそれもちょっと納得いかないところはありますけどね。なるほど。ありがとうございます。補足ありがとうございます。大企業ぐるみで自衛民党を支持してきたツケがここに来たんでしょうけど、真っ先に犠牲になるのは社会的弱者ですね。はい。岩手と青森ですね、揺れがあったみたいです。皆様お気をつけてください。この前の余震かな？はい。だから本当、こんなことしてる場合じゃないよね。無駄な国旗損壊罪とかさ、議論したりとか、中国から制裁受けてたら、災害に対応できなくなるじゃないですか。だからベネズエラみたいな大災害が起きたらどうするのかと。まあ本当にね、下手するとね、自警団みたいなのが出てきたりとか、ね、殺戮が起きたりするんじゃないかと、私は気が気でないんですけども、
だから皆さんもね、本当身の安全を守る行動をしてください。としか言いようがないですね。はい。で、なので、とどめにですね、中国の首相が、リー・チャンさんがですけど、経済の安定成長や良好なビジネス環境の維持などで各国企業が中国で安心して発展するように努力しようと投資を呼びかけたが、例年参加してきた日本企業のトップらは招待されなかったそうです。これはもう、締め出されたんじゃないでしょうかね。だから、習近平さんがね、めちゃくちゃ切れていて、高市がいる限りね、顔も見たくないみたいなことを、言ってるという噂が流れているわけですけれども、だからね、中国のトップクラスの官僚の人が、日本の企業をね、例年呼んでたのに呼ばないみたいなことになってくると、もう取引する気がないんじゃないかと思います。はい。ただ手続きが適正かは別問題です。普通は国売の方の賠償額を調整しますということで、なるほど、ありがとうございます。詳しい解説ありがとうございます。どの道ですね、自衛隊はちゃんとお金を払ってください。はい。ちゅうことでですね、なのでちょっと保守派の人の見解なんですけど、興味ある人はこれ読んでください。歴史観なき高市首相は新生保守からほど遠い近代現代史研究家の第一人者保坂正義さんが緊急警告ということで、歴史家の保坂先生なんですけれども、軍事と統制に向かう政権を歴史と人間から問うということで、そもそもね、日本の歴史というものをこいつは全く分かっていない、保守の風上にも置けないという、天皇陛下を何だと思っておられるのかというような、ことを言っておられます。保坂先生だなという感じで、私は天皇に関する記述は一切共感できないんですけど、ただね、内容は全く正しいですね。はい。だから毎日新聞は最近ですね、これもそうなんだけど、サンデー毎日に載った記事をそのまま掲載するというテクニックでですね、露骨な政権批判を載せるということを覚えたので、はい。割とこういう記事が載るわけですけれども、内容はですね、読む価値があると思います。ですね、高市さんは自ら穏健保守と規定しているようであるが、いや、そのように言ってることはないと思うんですけど、これは穏健保守ではなく、国家改造する国家主義右派であるという、要はファシストだということを言ってるわけですよね。なので、保坂さんとしては、天皇とかを大事にしつつ、ですね、軍事主導国家はやめるべきであり、穏やかな国家、軍事によらず、経済、外交、文化によって立つ国のことであり、そのためには、中国ともある程度仲良くしておかないとまずいということを言っていたり、ですね、当たり前なんですけれどもね、はい、8月15日を、思想的にもう一度考え直したりですとか、ですね、平穏に生活を営む庶民が自らおのずから宿す自然的保守主義を、もう一度芽生えさせるべきであるというような、あんまり毎日新聞に載せる内容でもないような気がするんですけれども、らしいですね。はい。私は全然賛同はしないですけれども、基本その穏健保守派とそのリベラル派がね、対立してるぐらいなのが穏やかな政治状態であると思われるので、極右が首相をやってるのはどう考えてもまずいっていうことはですね、むしろもっと右翼の人が言ってほしいなとは思いますね。はい。高市って穏健保守って自称してるんですかって、いや、なんかあんま聞いたことないですよね。保坂先生がそう思ってるだけじゃないかってちょっと思ったんですけど、有料部分にはそう書いてますね。はい。高市穏健保守、高市右翼高派石破なんで右翼高派が石破になるのかっていうね。いや、だって見方によってはね、石破さんだって十分高派なわけですよ。ああいう人ですから。なのでですねだから保坂さんだって十分ゴリゴリ保守なわけだけど、でも比較するとリベラルになっちゃうわけですよね。保守を名乗る人はいつかね、ファシストに落ちるというか、今そういう傾向が強まってますけどね。はい。ということでですね、最後にちょっと、日本は80年間戦争してこなかったとは言いたくないです。日本の戦後復興は朝鮮戦争で殺戮された600万人の屍の上に立つものです。東ティモールに対し包囲殲滅作戦を展開し20万人を殺戮したインドネシアのスハルト政権に日本は資金提供した。そして今もイスラエル政府と連携しており、私たちの手は血みどろであると。保坂さんが言ってるのはね、こういう戦後史のね、
邪悪な部分っていうかですね、まあ戦前もそうですけれども、歴史認識をきちんとしなさいという話ですね。はい。ベトナム戦争でも枯葉剤弾薬製造による特需がありました。日本は80年間戦争していない平和国家などではありません。経済が低迷している今もどこかの戦争特需を狙っているのは政府の行動を見れば明らかでしょう。韓国と DPRK の融和を邪魔するのもそのためでしょう。見張り続けるべき国家です。まあこの方は韓国の方なんで当然ねこういう見方をすると思うんですけれども、我々のね朝鮮民族の独立を阻んでいるのはね日本であるというですね。まあでもそう思われて当然の行動をしてますよね。だから歴史を辿ってみればわかるじゃないですか。だからなんかね朝鮮とか中国の人たちを反日だっていう人たちがいっぱいいますけどそのような事実はないですね。歴史をちゃんと勉強してれば当然こういう考えに行き着くんですよ。日本は危険な国だから右翼的な方向に行った場合我々が批判しなきゃなんないっていう、ちょっとそういう使命感があるわけですよね。はい。なのでですね、まあ当然の批判を受けているということを我々は認知しなくてはいけないと思います。はい。ということで、高市さん、保守韓流と思わない、その場その場で人気の高い政治思想をパッチワーク。まあ、ポピュリストですよね、ただの。だから、保坂さんの認識は、そこはちょっと間違ってると思いますね。はい。ということで、ちょっとまとめて話しましたけど、高市、翼さん内閣の話でございました。ちょっと水飲ませてください。はい、失礼いたしました。まあなんかちょっと喉の調子微妙なんですけど、大丈夫ですかね？お聞き苦しくないですか？あれだったらマイク離すとか少し調整するので、遠慮なく言っていただければと思います。はい、ということで皆さんありがとうございます。ちょっとおまけでですね、翼さん野党の人たち、なんかこのままだと、なんか、高市政権に立ち向かう、まあ参政党もみんな仲間だみたいな、感じになってるじゃないですか。それはね、全く完全に事実に反するので、まあ維新もついでに批判しますけど、おのど調子ばっちりありがとうございます。ちょっと批判していこうと思います。ノートついてるでダサってですね。まあ大阪の方からこれ指摘されてるんですけど、高市政権が進めている政策や法案は全て選挙前に連立合意と公約で掲げたものです。国会においてまずは委員会において政策論で正々堂々と議論するのは国会のあるべき姿です。審議拒否をするというのはおかしいです。維新はそんなことしたことありませんという、まあ、藤田文武さんという方のコメントなんですけど、日本維新の会は前身である維新の党自体も含め国会審議の拒否を何度か表明しています。2015年にもやっているし、2022年にも発動していますね。はい。嘘ばかりつかないでください。しかし、本当政治家がね、コミュニティノートついてるの恥ずかしいですね。しかも党代表クラスの人ですからね。はい。まあね、神は総兵かよっていう感じなんですけど。ということで、先ほどもね、言われてましたが、大雨時の排水ポンプが大雨で水没し、運転不可能になりました。大阪市長が、復旧までに数年を要する見通しであると明らかにしました。住之江、給中水所には、通常の下水処理能力では処理しきれない大雨が降った際などに巨大な下水管に流し込んだ雨水を住吉川に排水するために雨水ポンプが6基設置されていますが、26日未明からの大雨で水没し全てが運転不能となりました。で、大阪の状況がもうマジでひどいことになったんで、被災された方本当お見舞い申し上げます。しかしこれは人災だと思います。大阪市の横山市長は運転再開のためにはポンプやエンジンを全て交換する必要があるため数年を要するなどと言っているんですけど、メンテしてなかったっていう話ですよね。生野区とか住吉区とか、まあザ・大阪っていうね、こういうなんかね、商業とか盛んな地域にですね、が丸ごと水没するみたいな異様な事態になったんですよ。しかも、まあ道路が陥没したりとかね、まあ二次災害的なこともたくさん起きたわけですけど、何やってんのっていう。ちゃんとメンテしてたのっていうですね。まあ、カンテレなんでそこまで追求していないんですが、まあもちろんね、自然災害によって、まあ急に壊れるということはあり得ることなので、まあ、わからないんですけど。でもこれはさ、だって普段からメンテナンスしてるとこだったらありえなくないですか？いきなり全部水没したんですよ。
はい。すべては政治の失敗のせいだと思います。副首相ですって。維新のせいで大阪ガタガタじゃんっていう。党の代表が党の歴史を知らなくてどうするのか、嘘つきチンピラ。なんでそんなすぐバレる嘘をつくのか。党首なのに過疎地並みにインフラが整備されていないって。だからね、そういうことちゃんとしてくださいよっていうか、副首都構想なんて無理じゃないですか、本当に。だからいくらこの人たちが強気でね、国会でいろいろ会期限を発していたとしても、ここを副首都にしたらですね、いざって時に都市機能が止まるわけですよね。大雨降っただけで止まったわけじゃないですか。ダメですよね。普通に考えて。だから副首都だったら当然ね、東京が何か大地震とかでそれこそ機能不全に陥った時に大阪がその代わりを機能を果たせるっていう風なね、何かがないといけないと思うわけなんですけれども、それはね、都市インフラをちゃんと整備してから言うべきことじゃないかと思います。はい。っていうことでね、すいません、維新の話これだけなんですけど、次、国民民主党の話いきます。高橋真理さんの公認取り消しと死から2年余り、チップが国民民主党玉木雄一郎氏に妻と娘を返してと、いうことでですね、いや、これね、正直に申しますと、私、当時もうすでに YouTube やってたんですけど、取り上げなかったんですよ。無視したんです。正直後悔してますね。当時は週刊文春っていうか、いろんなね、ゴシップ誌が報じてたりとか、N 国の人がね、根も葉もないデマをバキ散らしたりしてて、ひどいことになってたんで、何が真実なのか正直わかんなかったし、高橋真理さんはね、国民民主党の候補だった人なんで、私もよう調べなかったので、裏付け取れないっていうことでですね、彼女がバッシングされてた時に、ちゃんとね、取り上げてあげればよかったなと思うんですけど、残念ながらその後、亡くなってしまいました。高橋真理さんは元フリーアナウンサーであり、慶應義塾大に卒業し、国民民主党から候補として出たわけですけど、ラウンジで働いていたとか、生活保護を受給されてたとか、それの何が悪いんだっていう話なんですけど、そのようなですね、誹謗中傷を受けて、なぜかですね、玉木雄一郎さんから公認を取り消されるという事態になりました。東京15区の我が党の公認予定犯に対し法令に抵触する恐れのある事態が明らかになりましたので、選対責任者が会見を開き説明します。ラウンジ等に勤務していたことで出馬自体を求めるようなことはございませんと。釈明は当時してるし、亡くなった時も一応哀悼の意は表してはいるんだけど、その時もその時で玉木さんの態度問題があって、24年9月9日、高橋さんの訃報が報じられ、玉木雄一郎さんは、何を言ったかっていうと、メディアにお願いしたい WHO の報道ガイドラインを踏まえた対応をしてほしい、一般人の死をことさら報じる意義がどれだけあるのかというふうにこれコメントしたんですね。でこれが大炎上して、さすがにですね、お前何考えてんだっていうふうに言われて、コメントを削除して、当たり障りのない哀悼の意に差し替えたという経緯がございます。そして今回週刊文春が明らかにしたのは、その後お母様が亡くなられてたという事実ですね。いやー、何考えてんすかね、この人は。さっきの国旗損壊罪の話ではあったけれども、だから人の命とか、そのね、今後の国の在り方がかかってるかもしれないっていう時に、なんでこう軽々しく決定できるんですかね。だから悪いところが全部詰まってますよね。尊厳死の話とかでもずっと当時私批判してましたけれども、玉木さんはなんか思ってもないことをペラペラ喋ったりとか、私が言うのもなんだけど、とにかく言葉が軽いですよね。はい。だから、やっぱり政治家にはふさわしくないんじゃないかと思います。はい。なのでですね、今回一応審議拒否してくれたからいいんだけど、いつね、また裏切るかわからないと思うので、全く信用できないと思いますね。はい。なのでですね、文春は、多分今後も、追及するだろうと思います。国土強靭化とか言ってるのに薄いポンプがポチャったりしてるのはどうしようもないですよね。はい。だからまずインフラ整備とかをしてほしいっていうことですよね。週刊誌には抗議するが、高橋さんの悪質なデマを流してた立花にはだんまりな玉木さん。だから、立花さんと仲いいからじゃないかってそれも言われてますよね。だからそこがもうどうしようもないところですよね。
はい、この一件以来玉木さんは全く信用してないし、連合なんか言えよっていう、だから女性の生命を対するやっぱり差別ですよね、これは。はい、としか言いようがないと思うんですけど、はい、ということで差別といえば、はい、参政党ですね。はい、参政党神谷代表が26日に沖縄戦はしょうがないという暴言を吐きました。23日か、慰霊の日によりによって言ったわけですね。それを26日に報じられたということです。失礼しました。沖縄戦地にもされてしまった。それはしょうがないです。一番南にあるから地政学的にしょうがないなと言ったらしいんですけど、しょうがないことあるか。で、これもね、スレッズで意外にね、ちゃんと、硬派な批判をしている人がいたんですけど、沖縄県民にとって沖縄戦は机上の安全保障論ではありません。祖父母の記憶であり、家族の死であり、土地に刻まれた傷であり、戦後も続く基地負担の現実です。そこに本土の右派政党が勝手に乗り込んできてしょうがないとか平和教育は意味がないという、これを県民や県内メディアが看過しないのは当然である。左や右だという以前に沖縄社会の記憶を踏みにじっている。問題は神谷の一人の暴言にとどまらない。そんな参政党に支援を求め、あるいは受け入れた小蛇陣営のですね、玉城デニーさんを倒して知事になると言っていますけれども、なんで参政党を受け入れたの絶対にダメな人じゃないですか。だから逆にね、これでだから自滅する可能性ありますよね。はい。だから徹底的に批判すべきだと思います。はい。ありえないので。はい。もう本当ふざけんなって感じですね。なんか北海道に来たら LGBTQ+ の人たちにね、ヘイトするしさ、ね、沖縄に行ったらこれなわけでしょ。もう、だからなんか旅行するためにヘイトスピーチしなきゃいけない、なんかノルマでもあるんですかね。いや、スレッズ意外とこういう方います。はい。意外でしたけど。なんか最初はね、すげえなんか右翼っぽい人から叩かれたんですけど、意外とこういう方いますね。この人は星寄りの人だと思いますけど、神谷は沖縄に何の恨みがあってこんな中傷をしているんでしょうか。はい。本土が良ければ何でもええんかって、こうじゃ、自民自治労賛成右合の州。公明党はね、本当ね、小蛇陣営を支援するのやめるべきです。はい、やめてください。そしてなんかね、石垣の人たちとかにも誹謗中傷が集まってるわけですけれども、自衛隊がいるから石垣島は安全だというね、市民の声を取り上げた昔の動画ですかね。はい。自衛隊がいるから石垣島は安全なんだ。石垣市では陸自配置予定日の是非を問う住民投票を市民有志が市長へ請求しました。法定書面は市選管が、調査し確定しましたが、市長は実施しませんでした。市民が裁判で市の姿勢を問う中、市長の実施義務を定めた住民投票に関する条例の条文を市議会が勝手に削除しました。自衛隊が米軍が好きか嫌いかの次元ではなく、単に民主主義が破壊されたんですと。石垣市議の内原さんですけど、聞いてはいたけどひどいですね、本当に。だから石垣さんとかね、先島諸島では、こういうね右翼的な市長の人たちが強引な議会運営をして、左翼潰しみたいなことをずっとやってるんですよね。はい。だからですね、そういう人たちにはもしかしたら参政党はね多少受け入れられるのかもしれないけれども、でも歴史否定みたいな発言はねやっぱり右左問わずねアウトだと思いますので、排除されればいいと思いますよ。はい。だからね、沖縄の人たちのそういう、だから自衛隊とかに安全はね、もちろん米軍と違って、私たちを守ってくれると思うみたいなことを思ってる方はたくさんいると思うんですけど、で、その思いって多分本土の人間とはだいぶ違いますよね。複雑じゃないですか、感情として。でもその辺の機微を、絶対この人は分かってないので、だからやっぱり沖縄について何か言う資格がないと思いますよね。そして、すいません、もうそろそろ6月30日終わってしまうんですが、1959年6月30日は宮森小学校ジェット機墜落事故の日でもございます。1959年6月30日午前10時40分、うるま市石川の上空を飛行中の嘉手納基地所属の戦闘機が突如火を吹き、宮森小学校近くの住宅街に墜落。衝撃で跳ね上がった機体がそのまま宮森小学校の校舎に激突しました。児童12人と付近の住民6名を含め18人が死亡というか、米軍によるこれ過失致死ですよね、完全な。はい。
だからなんで子供たちの頭の上を米軍機が飛ばなきゃいけないのかっていう話を当時からずーっとしてんのに無視してるわけですよね。本当パレスチナと変わんないですよね。何十年訴えても無視されているという。はい。だからこういうこともね、沖縄の人たち当然忘れてないわけですよね。はい。そう、自衛隊も結局ね、沖縄ヘイター多いですからね。で、最後にね、奥間正則さんはなぜ慰霊の日に声を上げ続けるのかということで、先日23日に、高市さんがものすごいヤジで、事実上ですね、解散しろみたいなことを言われたのを覚えてらっしゃると思うんですけど、この、声を上げた一人が奥間正則さんです。なんか信じがたいことにですね、X だと奥間さんって、鹿児島県の一応ご出身なので、うちなんちゅうではないみたいなこと、誹謗中傷を受けているのを見たんですけど、奥間さん調べたらですね、奄美大島のご出身です。琉球湖だよね。いや、そういうこと分かってないのかなって本当にって思うんですけど、分かってたとしてもレイシストなので、何言っても無駄なんだろうなという感じがしますが、うちなんちゅうの方ですよね。右寄りの人たちや議員を含め、普段は耳を傾けようとしない人たちにも、あの場では聞かざるを得ない状況が生まれています。慰霊の日は全国に中継されています。後から配信するニュースでは、抗議の声は編集されて書き消されてしまうことがありますが、実況中継であれば、抗議の声がダイレクトに全国に届けますということで、奥間さん完全に計算してやっぱりやってらっしゃったんですよ。当たり前だと思いますけどね。活動家と言われるのは本当は嫌なんですと。世間一般からそう見えられても仕方ないと思いますが、平和を唱えながら実際には軍事化を進めている日本の総理の話を沖縄の人たちが静かに聞いているというのは、全国や世界にそのまま送信されてしまえば沖縄の人たちは軍事化を認めているという。だから奄美大島の人間としてこれ認めるわけにいかなかったわけですよね。だからそれ当然じゃないですか。今はもちろん沖縄県内に住んでらっしゃいますけど、だからね、うちなんちゅとしての怒りの声ですよね。で、この方なんで、こういう活動をしてるかっていうと、お父さんが、ハンセン病の、だから、被害者だったんですね。で、6月22日には毎年ハンセン病に感染して雷予防法における被害者の名誉回復及び追悼の日の式典が行われています。ハンセン病被害者の方々は、総理の出席を毎年求めていますが、一度も誰も参加したことはありません。一番も行きませんでした。来てほしいと求められているハンセン病の追悼式には来ない。一方で来るなと言われている沖縄の慰霊の日にはあえて参加する。私はそのことは許せません。はい。当然ですよね。はい。なんか、ハンセン病に関して謝罪しろって言われてんのに、来ないわけじゃないですか、誰も。自民党の市長たちは少なくとも。だから、来ないのに、慰霊の日には来んなって言われてんのに、わざわざ来てね、ようなことになるっていう。これが繰り返されてるわけですよね。だから沖縄の状況ってずーっと何十年もこうだから、そのことを理解してないと、やっぱり声の真の意味っていうのはわからないんじゃないかなと思います。はい。ですね。そうですね。賠償金がね、支払われなかったりとか、ありとあらゆるね、米軍による、こういう差別ですとかね、いろんな悲惨な話がまとまっているので、よかったら皆さんも読んでください。だから、こういう歴史知らなかったらね、やっぱり、私も知らないけど、何もわかんないですよね。当然だと思います。はい。ということでですね、沖縄の話でございました。はい。ということで、ですね、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。すいません。ちょっと配信の途中になっちゃったんですけど、先ほどですね、ご紹介させていただきました、ですね、響さんと、まやさんのですね、オリジナルイラストグッズが販売開始となっております。はい。ということでですね、スカーレタ・クローワルツのすずりショップにて、販売開始しておりますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。最後にも、もう一回告知しようと思っております。ちょこんと座ってる、イラストなどがとても可愛らしいと思います。我ながら言うのもなんだけど。はい。ということでですね。
一ノ瀬さんのグッズと一緒にですね、デザインも出ておりますので、よかったら皆さん見てみてください。はい、取り分の内訳も公開されております。ということでですね、はい、アライフラッグの、はい、缶バッジがございます。あと、レインボーの缶バッジもございます。はい、可愛すぎるということで、ありがとうございます。ですね。活動家と市民を分けるのは本来おかしいんですよね。活動家って市民ですからね。はい。まあ私もそうだけど。はい。ということでですね。まあこのようないろいろなデザインが揃っておりますので、はい。皆様もよかったら、クリックしてみてください。ということでですね。はい、ということですいません。ちょっとギャップが激しいんですけど、ちょっとヘイトスピーチとかの話をするので、閲覧には注意してください。壊れゆく日本の民主主義の話をしたいと思います。プラカに使える素材、プラカに使える素材ですね。あると思います。今ですね、反戦反差別プラカード自体がですね、一ノ瀬さんのデザインのが、売ってますね。はい。ということでですね、すいません、温度差が激しくなっちゃったんですけど、他のデザインはまだかな？はい。グッズ公開お待たせしてしまってすいませんでした。素敵なグッズだけはぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ですね。ということでですね、またすごい温度差になっちゃうんですけれども、続きの話をしていきたいと思います。ということで、日本の壊れゆく民主主義の話を改めてしたいと思います。デマです。こんな税法は存在してません。差別や憎悪犯罪に結びつく可能性がある悪質なデマで、デマは犯罪です。2010年以降、差別主義者のブログや匿名掲示板を中心に反復されてきた典型的な虚偽情報であり、日本の税制にはいわゆる在日であることを理由に所得税を全額還付する制度などは存在していません。はい。まあこれ、ね、ひどい誹謗中傷を浴びてんのゆみり先生なんですけれども、またかよっていうね。だから、ずっとこういうね、在日ヘイトのね、被害に遭っている方なんですけれども、なんかですね、政権批判の発言をきっかけに、またこういう状態になってしまっているようでして、もう、X は本当にどうしようもないですね。こういうの通報しても結局、まあ、排除されないからやりたい放題なわけですよね。一ノ瀬さんのブルースカイの投稿にプラカードで使えるイラストのネットプリントのお知らせがございますということで、ありがとうございます。ご案内ありがとうございます。ですね。いや、なんかね、いろんな在日特権デマだとの一種だと思うんですけど、いわゆるね、在日特権って存在しないですからね、当たり前ですけど。なんか、またちょっと還付金がなんとらこんたらっていうね、話は確かになんかちょっと在特会から少しひねりを聞かせてるような気がしますけれども、まあ言ってることの本質は何も変わらないですよね。はい。そう、ずっとね、コリアンヘイトの被害に遭ってるんですよ。NF100 さんごカラスです。来ていただいてありがとうございます。で、まあ、進化しないし、私たちはこれに対処できてないですね。はい。ということでですね、羽鳥週刊現代の、羽鳥さんですが、週刊現代で連載もしていただいている作家のユーミリ先生が、現在 X 上であからさまな差別にさらされています。そもそも私たち日本人が海外の政治や社会問題に対して意見を言い、批判をするのが当然であるように、外国籍の方が日本の政治に関して声を上げるのは至極当然のことです。ましてや、ユー先生おっしゃるがように、彼女は日本で生まれ育ち、日本で暮らし、日本国に納税してきた市民の一人です。そして日本で作品を作り続けてきました。この国と向き合ってきた人に対して国籍を理由に黙れと強制することは議論では何でもなく単なる卑劣な差別です。差別は絶対に看過できませんと。いや、なんか週刊現代さんの株がすごい上がっていますね。はい。いや、当然の発言なんですよ。作家を守る、当然の発言なんですけれども、なんかこういう発言をするとですね、なんかいい人だなって思っちゃうっていうのが、ちゃんと差別に反対してくれるんだって思ってしまうっていうのが、なんかもう悲しいですね、正直。まあ、こういうことを言う人がね、あまりに減っているからっていう問題ではあるんですけど、はい。ですね。在日特権は党の在特会があれはデマというふうに認めてましたね。はい。ということですね。
そもそも、国籍なんて何になるの？それとも、だから国家は嫌だっていうですね。いや、本当何の意味もないですからね。なんか、国籍を誇りに思えることはね、偉いんだみたいなことを言ってる人がいたんですけどね、大丈夫ってマジで言ってるっていう。いや、ちょっと、いや、別にバカにしてんじゃないですよ。呆れてんですけど、だからさ、何か条件をつけて愛されるって愛じゃないですからね。何度も言いますけど、さっきも言ったような気がするけど、はい。だから本当ね、こういう根も葉もない嘘がね、まかり通っているというのがですね、はい。現状なわけですけれども、はい。ということでですね、皆さん、あれだったらブルースカイを使いましょう、SNS は。ですね、一ノ瀬さんのですね、今、ブルスカのアドレスいただいたので、そちらですね、リンクのとこに貼っておきます。概要欄に貼っておきますので、そちらの方ですね、参照していただければと思います。ありがとうございます。はい。ルーツ外国の方はみんなフィフィみたいなことを言わないと受け入れられないのかっていうですね。いや、ほんとそんなおかしいですよね。ただ、まあ、こういうね、ヘイト、心のない書き込みはですね、もちろん、本当に書いてしまっている人は多いと思うんですけれども、まあ、でも、なんか、まあ私がノートに書いた人たちもそうなんだけど、なんか人為的にバズってんじゃないのみたいな疑いが出てきたので、ちょっと動画を見ていただきたいと思います。の再生回数や X のインプレッションなど SNS の様々な数値を買うことができるのだという。取材を依頼すると、農場運営者だという人物から返信があった。セキュリティ上設備は見せられないが、撮影 NG などの条件でインタビュー取材に応じるという。約束の日に TBS に現れたのは、農場運営者の代理人だという男性。年齢は18歳で、都内の難関大学に通う理系の学生だという。実際にこの中に取材を受けてくれている方がですね、その農場と言われる組織の関係者であるのかどうか、これから実験をしてみたいと思います。こちらにですね、今日新たに開設したアカウントの X があります。これからですね、ここに新たな投稿をします。テストと書いただけの投稿ですね。これを今投稿したところです。実際にこの投稿のインプレッションをこちらの農場の組織で引き上げることができるということなので、実際それをやってもらおうと思います。じゃあお願いします。男性はインプレッションを増やす指令を農場に出すとしてこう告げた。50万やるつもりだけど、もし余裕があったらもうちょっと増やすかもしれません。投稿からおよそ5分後。これ49万回表示ってなってますね。これついさっき投稿したテストという X の投稿、数分前ですけれども、もうすでに49万回表示されています。これがこの農場の効果ですね。もう100万回になった。はあ、これすごいね。あっという間にこのインプレッションも100万回に到達しました。テストと書かれただけのポストを6分で100万人が見たことになっている。さらに、はい。ということでですね、報道特集がまたこういう報道をして、こんなのデマだーって騒いでる人たちがたくさんいるんですけれど、はい、一瞬でですね、スマホ農場という、いわゆるこういうなんかデータセンターもどきみたいなのを使ってですね、閲覧数を100万回操作できるという。X はいくらでも数字を操作できますよみたいなことを自慢げに話しているわけですね。はい。まあ実際だからなんかそういうね、お金というかインプレを稼ぎたい人たちからの依頼がたくさん来てて、40億円以上のまあ利益が出ているみたいな話があるんですけど、まあこんなことをされるとですね、本当なんかネットのインプレッションなんて何の指標にもならないっていうようなのが、当然ですよね。だから私のノートの人たちもそうなんだけれども、ノートで取り上げた人たちもそうなんですけど、なんかインプレッションを稼いでるからね、陰謀論じゃないんじゃないかとか信用できるんじゃないかみたいに考えちゃうリテラシーの人が未だに多いんですけれどもね、一切そういうことはないし、まあ今後もないと思いますので、はい、数字ほど信用できないものはありません。まあ特にネットの数字は信用できません。はい。ということですね。3代遡って日本人と認めないみたいなのは、あれ山西党憲法じゃないですか、元ネタは。はい。まあだからあれをやってるからね、ネオナチ政党って言われるんですよね。ね、満州帰りの人とかカラフト帰りの人のこととかも知らないんでしょうね。はい。いや、何度見ても呆然としてしまうわ。この農場の人めっちゃ稼いでますからね。今の技術怖いな。インプレ稼ぎで差別は温存されていき、カジュアルに広まっていくというですね。はい。だから初期投資で、このスマホ農場みたいなのを作るのに40億ぐらいかかったんだけど、まあ45億円ぐらいリターンがあるので、まあ、それなりにみたいな感じのことを言ってらっしゃるんですよね。怖っていう。はい。まあね、ほとんどもう犯罪組織だと思うんだけど、やってることは。
ちなみにですね、私以前紹介したことがあるんですけど、SNS 侍というサイトがございます。安心安全の日本人運営 SNS でフォロワーを増加拡大いたしますということで、まあこれね、実際農場を使ってるサイトかどうか知りませんが、まあこういうことをしているサイトがですね、実在いたします。はい。なので、また報道特集に嘘だとか陰謀説だとか言ってる人たちはですね、こういうサイトを確認していただければと思います。ね、こういうことやってる人いくらでもいるから。ね、なんか日本人の登録者を YouTube で購入するとかね、普通にやってるんですよ。買わないけどさ。なんでこういうことができるんでしょうね。まあこれはね、実在の人間に対してお金を払ってやってもらってるのかもしれないですけれど、まあどちらにしろ操作であることには変わらないですね。外国人のフォロワーも変えますし、外国人の再生数も買うことができます。どうやってんのか知らないけど。はい。ですね。音痴多くの資金をそもそもどこから準備したのか、それも怖いですよね。闇が深いと思います。でも同調圧力やバンドワゴン効果に弱いのは実証済みだからな。だからそこがね、本当リテラシーがないって言われるゆえんですよね。ダメなんですよ。インプレッションに分けては。そう、昔からまあブログのランキング操作とかあったから、そういうのの応用なんだと思いますけど、まあ完全にね、ビジネスになってんのが、まあ、今違うところだし、こういうのがやっても逮捕されないっていうのがですね、まあいかに法律とかが整備されてなくて、むちゃくちゃかっていうのがよく現れてますよね。犯罪にならないんだ、これっていうですね。はい。唐沢さんがフォロワーを買って10万登録達成。どれだけお金つぎ込めばいいんですかね。はい。よくわかんないけど、はい。やりませんが。何の意味もないし、多分下手したらチャンネルアカウントがバンされる気がするので、はい。ということでですね、まあこんな感じでデマが流されたい放題の SNS なんですけど、今猛威を振るっているデマがちょっとあるので取り上げたいのですが、WHO の事務局長が欧州の猛暑に関連して1300人以上が亡くなると、温暖化に警鐘を鳴らしました。ヨーロッパに今記録的な熱波が襲っておりまして、テドロス事務局長が警鐘を鳴らしたと。自身の SNS でヨーロッパは地球上で最も急速に温暖化が進んでいる大陸であり、その速さは世界平均の2倍に達しており、猛暑に関連死が、1300人を超えたという、まあ、大変なね事態に今、気候変動のせいで陥っているわけですけれども、まあ、これに対してなんかとんでもね暴言を吐いているちょっとヘイト注意なんですが、アカウントがあります。はい。フランス熱波の報道を見てて思ったんですけど、あいつらはエアコンなくても生きていける超ぬるゲーのチート環境で生まれてきた分際で、俺らアジア人に省エネがどうとか脱炭素がどうとかごそご説を垂れていたってことですか。いや、人が死んでんですよ。何考えてるのこの人。で、これが13万いいね、16万いいねか。16万いいねされてるんですよ。まあさすがにこれインプレッション買ってない気がするんですけど、まあインプレッション買ってないとしたらさらに絶望感がありますよね。なんかまあ少し思い知れみたいなね、ウォークがみたいなことを言ってるんですけど、この憎しみはどこから生まれてくるんですかね。すごいなと思いますよ。いやー、人が死ぬのを喜ぶようになったら終わってるなと思いますけど、だって安倍さんが死んだ時にお前ら喜んでるだろうみたいな、私喜んでないけどさ別にせいでね、結局日本でまあ暴力とかね、高市政権が誕生したのだって安倍さんが亡くなったからだと思ってるから、私は全然喜んでないですけど、なんかそういうこと言ってた人たちはどこ行ったんでしょうかね。はい、池田さん、コンカラスです。イタリアが最短景観優先のためエアコン普及率が 20% 程度みたいですということで、いや、そもそも必要なかったですからね。だからしょうがないっちゃしょうがないんですよ。それはね、もちろん社会問題ではあるんですけれども、はい。フォロワーを買って収益化したら詐欺になるんじゃないでしょうか。まあ確かにお金稼いでたら多分詐欺ですよね。はい。大和田さんはね、あれは広告を買っただけです。日本人だと安心とかはないでしょうけど、なんでこんなのが16万いいねやねん。何考えたらこんなこと言えるんやって。友人が RP してて、目の前が暗くなりました。脱炭素云々は普通にやるべきです。条例ではしないとダメでしょう。ヨーロッパの国によっては、景観法によってエアコンの室外機がつけられないことがありますと。なるほど。そういう憎しみがなぜか自尊心の根源に高揚につながっているような気がします。まあナショナリズムですよね。はい。だからもう何とも言えないんだけどね。
ね、こうなるから温暖化対策しろ、脱炭素しろという話だが、これをご公説と言ってのけるのは、月差も極まるところながら、のんきの極みだねと。欧州ですら死者が出るような、大熱波が来てるような地球の今の環境でもともと暑いアジアとはどうなのかというのは、考えないんでしょうかというですね。はい。当たり前ですけどね、インドとか日本はね、人が暮らせない環境になる可能性だってあるわけですよ。現実的な危機としてそういうのが囁かれているわけですけど、まあこういう方々はね、何も考えてないわけですよね。はい。熱波師がテロの400倍に達する、また市田先生ですが、脅威の非対称をついた科捜研のレポートがあります。2026年6月の欧州熱波で WHO は、スペインで327人、欧州全体で1820人超のフランスで1000人の、超過死亡が報じられた。だが、査読研究は、平年でも単一の夏に欧州で数万人が高温で亡くなっており、2022年夏は6万人、2023年は4万7000人に上ると。まあ、この数字が確かであれば、EU のテロ犠牲者数の408倍。レポートは温暖化が人為的現象である以上、戦争やエネルギー危機が加速要因になり得ると指摘し、被害の根源と社会が向ける関心の非対称、脅威認識の構成の問題として掲示しており、これは独立監査された研究であると。気候変動は国家安全保障の最優先事項の一つであり、気候変動の被害が地域ごとに異なることから人為的に加速されており、攻撃に使用されている可能性もあると。まあ当たり前ですけどね、安全保障問題ですよ、気候変動って。だって、ね、人間が暮らせない環境になってしまう。地球が温暖化しすぎることによって、まあ、国が熱くなってですね、その地域に住めなくなってしまうっていうのは、まさに安全保障の問題ではあるわけですよね。だから、なんで脱炭素しないのって、何を考えて原発とかやってるのっていう、まあ、まさにそういうふうに、だから化石賞とか言われてね、嘲笑され続けてるわけですけど、でも日本の人たちは全然それを認めずに、まあ、こういうことを言ってるわけですよね。ダメじゃないかと思いますよね。インドの一部はもう50度に達してて、本当に生存不可能な地域が生まれつつあったはずですね。はい。地球温暖化はアジアだけにヨーロッパだけにの話ではない。温暖化はデマってトランプが国連で演説しました。まあそこからそうですね、グレタ・トゥーンベリさんをバッシングして、それで10年前からね、論争が始まりましたからね、気候変動は嘘だという。今考えればまあ何言ってんだっていう話なんですけど、まあ極右の人たちは特にずっとそういうことを言い続けてきたわけですよね。欧州の熱波を見てるともう爆速で逃げる温暖化に追いつくのは不可能なんじゃないかと悲観的になってしまう。大きな流れを見るとこのまま温暖化が進んで科学者の予想に従って AMOC、大西洋、南北熱源循環の機能が停止すると、これまあいわゆるですね、海流です。海流が停止してしまうと欧州が劇的な寒冷化がする可能性があります。なぜもっと必死に温暖化対策に取り組まないのかと。まあこれ当然のね意見だと思うんですけど、だから大西洋ね、熱循環が止まるかもしれないんですよ。気候が変わることによって当然じゃないですか。海水の温められ方が変わってしまうので、海流がビタッと止まると、当然ながらですね、莫大な寒気が逆に襲ってきて、まあ、半ば氷河期化したりとか、まあそういった問題が起きる可能性があるわけですよね。だから、ひたすら暑いから問題だっていうだけの話でもないんですけれども、まあやっぱり地球スケールで規模が大きすぎるからか、そこまで考えてない人が多すぎますね。はい。日本がやっても 0.006 しか下がらない。本当に、経済政策にもまして最優先事項のはずなのに、地球存亡の危機ですからね。だからみんなで頑張ってなんとかしないといけない話なんですけれども、まあそれを分かってない、国の一つが日本ではないかと思いますよね。エアコンを止めろとか言われてないんだから、うっぷんばらし的な感情を抱くこと自体間違っているのではないでしょうか。そうですね。アフリカでは干ばつが起きる可能性あります。フランスの今回の猛暑でまるで左派がエアコンに反対しているせいで人が亡くなっているというストーリーがまことしやかに流通している。右派極右が普通の人々の生活を脅かす懲罰的エコロジーというお得意のレトリックで猛暑の責任を左派に転嫁しているわけだが、これは大嘘である。フランスは長い間エアコンが必要な地域ではなかった。しかし昨年の熱波以来、緑の党も学校、病院、高齢者施設への冷房整備を求めるようになっている。それなのに十分な適応策が進まなかった最大の責任は2期連続で政権を担ってきたマクロン大統領政権にある。今回も政府は繰り返したのは水を飲め、アルコールは控えろといった自己責任的な呼びかけであった。しかもこの猛暑は気候学者が何十年も前から警告してきたもので、驚くべきなのは予想外だったことではなく、2050年頃だと想定されていた暑さが2026年に実現したことであるという。
はい。だからまあ、マクロンさんが悪いんですよ。見通しが甘すぎるし、まあ、右派におもねったのか知らないけれども、エアコン整備を怠ってきたわけですよね。で、左派の言うことを聞かなかった。そして左派の言うことを聞かないで、まあそういうことをやってきたら、なんかね、人が亡くなり始めたら、なんかね、ここぞとばかりにですね、左翼がエアコンに反対したみたいな嘘ばっかり言ってるわけですよね。もうめちゃめちゃですよね。こっちが言ってもいないことに関して、まあ共産党さんだけがね、エアコン設置に学校でもね、日本の学校でも賛成してたっていう話があるわけですけれども、なんかこっちがね、主張してもいないことに関して、なんか、イチャモンをつけられるっていうのは本当意味不明だと思いますね。はい。そうですね。本当平和も気候対策もね、日本何でも、なんか一つでいいからリーダーシップ取ってほしいですよね。悲しいですよ、私は。もう愛国心がゼロになりつつありますよ。愛国なんとか自称してるけど。さすがにもうなんかだんだんアイソメーターが尽きてきてますよ。いや、どうしてそんなすぐバレる嘘をつくのか。全部左翼のせいだから。地球のピンチなのに戦争をやってる場合じゃないでしょっていうですね。はい。地球は、戦争ほど、まあ、環境に悪い行為はございませんって言ったのはグレタ・トゥーンベリさんです。はい。雑な言い方ですが、右派や極右はもともと温暖化など存在しない技術革新や資本主義を嫌悪する左派による陰謀論だと主張していた。だが気候変動があらわに現実化すると、今度は反対に冷房設備が不足しているのは左派のエコロジー思考や技術嫌悪のせいだと主張し始めた。現実を否認し続ける自称現実主義者っていうですね。だからまあ、高市さんもそうだけど、全てにおいて現実を否定してるんですよね、彼らは。現実を否定して勝手な物語を作ってこっちを非難してきているというですね。だからどうにもならないんだけど、はい。っていうことでですね。まあこういうほんとめちゃくちゃなレトリックが流通している SNS は本当なんとかしないと、この危機を乗り越えられないんじゃないかなと思います。ということで最後にですね、ちょっとサッカー某日本代表の話をしますので、ちょっと閲覧注意です。ですね、日本代表負けました。はい。涙の佐野海舟、こんなところで終わるチームじゃなかったということで、佐野海舟がゴールを決めたんですが、ブラジルに逆転されて負けました。佐野海舟がゴールを入れて日本が敗北したというのは、まあ芸術点が高い行為だと思います。これ嘲笑してんじゃないからね、怒ってるんですからね。だから、日本がそうやって欺瞞をね、無視して、私たちの声を無視して、だから勝手に佐野を活躍させてたら負けてたわけでしょ。自業自得じゃないですか、こんなの。誰が同情してくれるっつうんですかね。泣いてるけど。泣きたいのは被害者の方と性暴力被害者でしょ。お前が表舞台に出るのはここまでどころか逮捕されてから二度と表に出ないと決心すべきだったんじゃないでしょうか。はい。まあ今回の件でね、特にまあジェンダーマイノリティの方々はね、日本代表を応援できない、サッカーが嫌いになったっていう声がたくさん聞かれたんですけどね、大体佐野海舟と森保さんのせいですよね。街は溢れていても様々なスポンサー企業が日本代表を広告ビジュアルにしたもので溢れており、佐野さんの顔がデカデカと載っていました。被害者や同じような経験がある方に、お縄の痛みなんかよりも日本の人々の高揚と金になることが大事に決まってんだろうという大量の無言のメッセージを浴びた気分です。またイチャモンかと思う人もいるかもだけど、何か大きなことをなすためなのだから個人の権利なんか踏まれて当然だっていう意識は戦争につながっています。戦争はいきなり始まるわけではなく、根っこは生活の中にたくさんあるんです。はい、全くその通りだと思います。だから日本代表のね、勝つためなんだからしょうがないじゃないかみたいなことはね、二次加害だと思いますよ。しょうがなくないですよ。負けたでしょ、あんたたちっていう。だから欺瞞を放置してるからこういうことになるんですよ。はい。ということで、壊れゆく日本の社会でございました。まあ本当ね、これ以上なんかナショナリズムストの人たちが喜び出す前にね、負けてよかったと思いますよ、本当に。ですね。まあ嘘とバレたところでそうですね、左翼の整理されるんですよね。なんで性犯罪者を出そうと思ったの、代表として。他にチャンスを与えるべき選手がたくさんいたでしょって思うんですけどね。つくづく残念ですね。はい。ちゅうことでですね。はい。皆様もまたですね、ちょっと深夜まで付き合っていただきありがとうございました。最後はですね、ポピュリズムを克服するために何するかの話をして終わりにしようかと思います。杉並区長選で岸本さんが圧勝しました。おめでとうございます。いやー、よかった。
なんか久々に安心材料ですね。一応言っとくけど、岸本さんだって完璧じゃないし、たくさんね、疑惑や問題はあると思いますよ。あると思いますけど、2倍ダブルスコアで勝ったんですよ。すごいね。なんか、正直ここまで勝てると思わなかったです。ギリギリで勝てるかなとか、まあ、ちょっと優勢で勝ちぐらいかな。最初、だいたい4対3対2ぐらいの、まあ、田中亮さんとね、大和田さんっていう人がライバルで、まあ、再生の道の人はどうでもよかったんだけど、だったんで、まあそれぐらいで勝てればいいなーって、リードして逃げ切れればいいかなーっていうふうに思ってたんですけど、蓋を開けるとですね、なんかとんでもない差があって、ダブルスコアつけて圧勝でしたね。はい。なので2番手がまあ大和田さんだったんですけれども、まあ岸本さんに遠く及ばずどころかもう話にもならないっていう感じでですね、田中亮さんの、得票数を合わせてもですね、岸本区長に、まあ、届かないという、事態になりました。はい。まあ、ちょっとびっくりですね。ここまで勝つんかっていう、文字通りの、まあ、圧勝だったと思います。思ったより票差があってよかったですよね。いや、すごいですよね。まあ、ここまで大勝ちするとは正直思わなかったですね。あんまり楽観的には考えてなかったので、はい。ですね、今ちょっとすいません、別のあれ見たんですけど、岸本さんの票数がですね、10万票を超えて10万6400票でして、大和田さん4万6000、田中亮さんが3万3000だったんで、まあ、2つ合わせてもですね、届かないというですね、文字通りこれ圧勝ですよね。こんな左派が勝つことあるっていうですね、ちょっとびっくりする結果だったんですけど、まあ、前向きに受け止めたいと思います。はい。ですね。勝つためならしょうがないと他者の心より自分の心の喜びを優先するのはやばいと思います。国際大会に出るのに協会もチームも監督も選手も誰も反戦反差別を言わないので日本のスポーツ界に対して憎しみが深い。まあ当たり前ですよね。はい。いやーでもね、思ったより良かったですね、勝てて。はい。ですね、他のですね、候補の方もですね、当選はしてたと思いますが、ちょっとごめんなさい、確認してなかった。自民党には逆進がいたので、その話ちょっと言わします。いや、でも素直に嬉しいですね。まあ4年間の苦戦が評価されたということかなと思います。ですね。うん。で、区議補選で、そうか、ごめんなさい。区議補選に関しては、自民党が勝ったんですけど、これに関してはですね、岸田が来てですね、2回も応援しに来たんですよ。まあ、秘書だった縁が、まあ、あったらしいんですけれども、まあ、岸田レベルの人間がね、わざわざ杉並に入って区議の応援をするっていうのは、ちょっと異様な事態ですよね。まあ、でもそこまでやってようやく勝てたレベルだったので、まあ、岸田が大和田さんとかをね、熱心に応援してたらよくわかんなかった。もうちょっと票が伸びてたかもしんないですけど、やらなかったので、まあ当然に負けたというような感じですね。はい。リハックは増田一択というコメントが溢れましたが、供託金を没収されました。何だったんでしょうね、この人。ですね。芝木隊のせいで負けると言った人はですね、謝罪してほしい。でもそもそもだからカウンター勢の人たちは、良くも悪くもそこまで当選を左右する影響を与えたことないですよね。当選左右するほどの影響を与えられるんだったら、あちこちで勝っとるわっていう話ですよね。はい。まったくもう。FIFA より、JFA に対して署名もあったんですけどね、そうですね、完全に無視されましたね。杉並区長選は公開討論会あったの良かったでしょう。当選できなかった候補も問題意識とか政策や視点をそこで伝えることができました。今や国政選挙ですらまともな公開討論会をやってないからきちんとやるのが当たり前にならないとダメですということですね。まあ当たり前の話をしてるんですけど、なんかね、こういう民主主義のルールを守らない人たちがたくさんいるので、ちょっとびっくりするっていうのがですね大和田さんもそこまで討論会では嫌われてなかったんですよ。まあ普通に喋ってたしね。まあ、田中の方がどちらかというと印象が悪かったんですけど、はい。ただそのね、私的にもですね、こいつさっさと落ちてほしいと思っていた田中亮さんなんですが、なんと自民党の門博子衆議院議員から立候補者から降りろと言われていたことを暴露しました。これは投票前に明らかになっていたら大和田さんと田中さんの得票数がひっくり返っていたのではないでしょうか。国会議員の家来ではないと私はひるまなかったというふうに言われまして、田中亮さんを初めて評価したということなんですけど、いやこれは正直同情に値すると思います。
だからもしかしたら言われてんじゃないかなと思ったけど、要はまあ自民党候補をね一方化したいからという理由でですね、田中さんね、だから降りろお前はっていう風に門博子って人から言われたらしいんですよ。いやってで、そのことをちゃんと黙ってたのはまあ偉いですよね。初めてこの人に感心しました。嫌いだけど。はい。ですね。ですね。そうですね。岸本批判もしてたけど、なんか全然刺さってなかったし、そもそもね、無党派の人だしね、恩恵派だから、全然そういう感じではないんだけどね。岸本さとこ落とすなら門博子に投票しようというハッシュタグがあって笑いましたと。門博子ってそんな偉いんかって。その門博子大先生なんですが、私に対する批判を超えた事実無根、誹謗中傷、外見容姿に関する嫌がらせ、暴力行為を匂わせる表現等がありました。自分の考えの違う人たちを分断を煽ろうとしている方々などと決めつけることではなく、ましてや孤独な方々などと哀れむことではないと思います。これ何言ってんのかっていうと、岸本区長が、当選された直後にですね、分断を煽ろうとしている方々もいると思います。しかし彼らは孤独なだけなんだと思いますって、私はそういった方々にも寄り添っていきたいという。だから味方じゃなくて敵に寄り添うコメントをしたんですよ。すごいですよね。だから区長として決してそういう反対派の人たちを無視したり、私はねしないで弾圧したりしませんよというメッセージを出したっていうことなんですけど、あろうことかそれに対してですね分断を煽るコメントを連投でしているというですね。いやでもちょっと恐ろしいですね。正直私門さんっていう人全然知らなかったけど怖いと思いました。怖いでしょ普通に。なんか全然嘲笑する気にはならないですね。今回負けましたし足引っ張ったと思いますけど、なんかね杉田水脈とかね上村瑞穂みたいになりかねないですよね、このままいったら。恐ろしいと思います。なんか今にもヘイトスピーチしだしそうだし、そうなるとね国会でそういう害悪言説をまき散らす人になってしまうので、ちょっと恐ろしいなと思いますし、おそらくね今回の件に関してもなんか全く反省する気はないんだろうから、なんか人のことをね左翼だのパ翼だのブロックしたりだとかデモごっこだのとなんだのと誹謗中傷してたのは門博子さんの方じゃないかと思うんですけど、なんかこういう反民主主義的な人がなんか偉そうな顔するのは怖いですよね。はい。いやなんかすごいですよね。1年生ですよ議員いやほんと逆に怖いと思いました。はい。反民主主義者でしょいや、ごっこ遊びって言ったら誹謗中傷じゃないでしょっていう話だし、だってリハックじゃない、アベまであんた言ってたじゃんっていうこれに負ける中道大丈夫かという話ではありますが、引っ込みがつかなくなってもう自分ではどうすればいいか分かんなくなって、パニクってるだけだ、パニクってるっていう言い方は良くないか、ごめん。焦ってるだけだったら別にいいんですけど、なんか開き直ってるような感じがしてちょっと怖いなと思いましたね。これからどんどんこういうね、極端なことを言い出す人になって、キャラになってしまうんじゃないかっていう気がしますし、そうなるとほんと杉田水脈コースですよね。はい。でこれに関しては本当ね、でも門さん側の自滅っていう面もあると思います。中道さんの自滅とはねまた逆の現象が起きたわけですよね。だって岸本さんへの誹謗中傷がひどかったんですよ。例えばこれ岸本さんが台風の接近に伴ってね演説大切な時期に演説を中止して区政をやるっていうような決断をされたりね、それも評価されたと思うんですけど、大雨の際はお風呂の水を抜かない、洗濯機を回さない、洗い物をするときは脱水をするなどの対処法により大量の排水を抑えてくださいというですね、ごくごく自然なメッセージを出しておられるわけですけど、大雨に川を溢れさせないように風呂の水を抜くなという人が区長です。だから共産党は人を死なせるんです。算数を勉強してくださいみたいなですねこんなのばっかりだったんですよね。あと生成 AI で出さないけど生成 AI で誹謗中傷するやつとかはいっぱいいたんですよ。だからねこういうやっぱり反則技を使ってですね勝てるのはだから高市さんとかもともとすごい人気のある人だが上から押さえつけるんだったら効果あったと思うけど、そうじゃないんだから、岸本さんに関しては大和田さんの方がチャレンジャーだったから挑戦者の方がこんな口汚いことやったらダメですよね大和田さん本人は多分こういうことしたくなかったと思うから、門さんがね足引っ張ったんだと思いたいところですけど、ひどいなと思います。
はい。こういうデマ、誹謗中傷、印象操作をですね、平然としまくり、あと、ですね、これ自民党杉並の、浅井邦夫さんですけど、杉並区長選挙の結果を見ると、杉並区民の人を見る能力のなさに失望しましたというコメントをしてまして、これもなんか大炎上してるんですけど、未だに削除も謝罪もしてないですね。いや、大丈夫なんだろうか、この人たち。確かに、ただ、リベラルの人たちはね、こういうことを言う人が結構いるので、反省していただきたいと思うんですけど、もし言ったことある人がいたら、やっぱりこういうことをね、決して負けた側が言ってはいけないということですよね。非常に感じが悪いですよね。はい。だからね、負けて悔しいのはわかりますけれどもね、やっぱ誹謗中傷すんのやめてくださいよっていうね、みんな自分の意思で岸本さん選んだんだから、それは尊重しないとダメだと思いますけどね。はい。いや、本当ね、角さんは開き直ってるような感じがするんでね、怖いと思いますね。私は個人的には。わかんないですけどね。どうに考えてんだか。そうですね。左翼の大暴走はなんかね、そう、AI で作ってたんだけど、岸本さんがね、なんか、普通になんか、そういう、あれなんだけど、ルッキズムなんだけど、そういうアニメっぽい感じで書かれててね、普通に応援じゃないかってみたいな、これは、みたいな。かっこいいよね、この区長みたいな話されててですね。そういう意味でも逆効果だったと思いますね。でもこういう人ばっかり味方である時点でね、やっぱ角さんダメな人ですよね。ネガキャンにしかなってなかったと思いますよ。今回に関しては。いや、その見る目のない杉並区民に選ばれたのお前だろっていう話なんだよな。だから自分に刺さりまくってるんですよ。あなた、現役だよねって、現役区議だよねっていう。だから別のところにいる人がね、悔しが紛れに言うんだったらまだわからんでもないんだけど、はい。そうね。またすぐ不正選挙とかいうやつもいるし、最悪はだから嫌われるっていう言説あるけど、あれ嘘ですよね。だから、結局負けた側を悪く言いたがるからっていう人間心理が働いてるだけだと思うんですよね。この人も炎上してるし、はい。負け惜しみを言うなっていうね。言いたくなる気持ちはわかるけど、はい。斉藤元彦さんの場合はね、あれはなんかデマを流して人を騙したみたいな話だから、またちょっと話が違うかなとは思いますね。はい。っていうことでですね、岸本さんといえばゾーラン・マムダニなわけですけど、イスラエルは大きな争点だったがどう思いますかという BBC のインタビューに答えて、選挙で選ばれた政治家のみが党のあるべき姿を決める時代は終わるべきだと思います。有権者自身が方向を示すべきです。ニューヨークの有権者が何百億ドルもの税金が国際法に違反し多数の民間人を殺害しているために使われていることにもううんざりだと意思表示しました。今パレスチナの情勢はまるで停戦中にあるかのように語られますが、停戦中にも1000人を超えるパレスチナ人が殺害されています。ニューヨーク市民が求めているのは良心と信念に基づく政治であり、国際法を守り、ですね、イスラエルを批判しましょうということで、これも当たり前のことしか言ってないんですけれども、はい。ようやくね、こういうことをね、言う人たちがアメリカでも現れるようになったなと思います。で、こちらですね、経済学101の、フォーブスの、記事なんですけど、オランダの選挙歴戦を制した政治戦略家が語る、ポピュリズムに対抗する究極の処方箋とは何かということで、これはね、非常に面白い記事なので、皆さんぜひ読んでみてください。バサーリングスさんというですね、オランダですね、極右政党が勝ったんですよ、一回、ウィルダースっていう。オランダのトランプと呼ばれる人が一回選挙で勝ってしまったんですけど、1年待たずに政権が崩壊したんですよね。オランダ人すげえなっていう。それまでもね、ウィルダースを散々ボコしてたりとか、国政選挙レベルで結構勝ってたりとか、ギリギリの抵抗を続けてて、一回やられたんだけど、またやり返したっていうような感じでですね、1年しか政権が持たなかったっていう、話をされてるんですけど、なんでそんなことできんのって、日本やられたい放題なんだけど、教えてみたいな、話をしてるんですけど、ポピュリズムに対抗しても失敗して無力になってしまうのはどういうパターンか。無力となるのは常にポピュリズムの提示する、フレームに乗っかって反応してしまう時であると。反応してしまった時点でもう負けているのである。相手の言葉を含んだ反応は相手の言葉を強化しているからだ。主流派が夕方のニュースでウィルダースの発言を訂正している実験で彼のアジェンダ設定に乗ってしまっている。私はこれも敗北ではなく勝利から学んでいた。2017年に我々がうまくやれたのは相手の土俵に乗らなかったからであると。これね、私もなんか身につまされるところが非常にあるんですけど、もちろんヘイトスピーチとかデマ流してたら、
批判するじゃないですか。批判が必要だから。批判するけど、でも批判するとね、結局、相手のアジェンダ設定に乗ってるっていうところを厳しく指摘されるわけですね、この方は。だから、勝つには先手取らなきゃいけないんですよ。だから戦いとは定義上反応であるので、その姿勢では勝てませんよと。民主主義的な答えというのは戦うことではなく、切っ先を制するって。先に自分たちでアジェンダを設定して、そっちの方向にですね、話を持っていくっていう。岸本さんとね、マムダニさんがね、やっぱ共通して勝ってるところって確かにそれだと思うんですよね。先に言ったじゃないですか。私は、対話の区政を進めてまいりますとか、私はね、こういう新しい倫理観のある政治をね、やってまいりますっていう。だからね、当然自分たちだってマイノリティだから、マイノリティをね、尊重する政治を進めますみたいなことを先に言って、あなたは賛成しますか、それとも反対派なんですかって、イスラムヘイターなんですかみたいなことを言ったわけですよ。だから、やっぱり、言われた方はね、うまく対処できなかったわけですよね。いや、そのヘイトスピーチがしたいわけではないみたいな、なんか歯に物挟まったような、いや、ヘイトスピーチがしたいですよね、あなたたちはっていう。歯に物挟まったような言い方しかできなかったわけですけど、岸本さんもね、やっぱり現職だったからっていうのは今回ね、非常に有利に働いたと思うんですけど、いろんな意味で。はい。先手必勝でね、私は対話の区政をやるって、SNS やらない、YouTube もやらないってね、そういうずるいことは私はしませんってね、中傷もしませんみたいなこと言ったわけじゃないですか。それでね、やっぱり向こうが受け入れてしまった時点で、勝ってたのかなというところですよね。はい。ただ日本だとね、やっぱり与党とか、それなりに人気のある側じゃないと、テクニックとしては使いづらいって難しい。チャレンジャー側がやっぱりそれするのって相当難しいことだとは思うんですけど、楽観主義的にね、希望を示すっていうのが何より大事ですよというようなことも語られてます。はい。アメリカの大学生はイスラエルが支配されることに対してちゃんと抗議しているという意味では意識高いですね。やっぱりそういう人たちにマムダニさん支えられてますからね。やっぱそこは本当に偉いですよね。よく私もアメリカごと批判しちゃいますけど、はい。そういう人もたくさんいる国だということではありますよね。そうですね。国政だと本当解散権がね、あれがやっぱ違憲ですよね。だから自民党が有利すぎるじゃないですか、解散権あるのって。だからそれはね、やっぱりルール自体を変更した方がいいと思いますよね。だからね、やっぱり先手必勝で自民党が仕掛けて、今回もね、自民党側が仕掛けてきてやられてしまったわけだから、国政選挙は日本は本当難しいですよね。区政とか地方選挙のレベルだったらこっちが先にアジェンダ設定して戦ってというかね、フィールドを設定して勝つみたいな、ことをですねして、できるだけ楽観主義的なねビジョンを示すこと、左派っていうのはね基本そうですからね。いや気候変動とかね移民とかいろいろありますけどね、なんとかなりますよってみんなで頑張っていきましょう、差別やめましょうみたいな、ことをですね先んじて言うっていうのが大事なんだとは思いますね。はい。ということでですね、先手必勝で勝ったといえばですね、はい、ブダペストなんですけど、1万人超参加のプライドパレードがオルバン氏の敗北後初、開催されたそうです。いやー、めでたい。はい。ですね、ですね、オルバンが、敗れペーテル・マジャールさんがですね、オルバンを倒してから、ですね、LGBTQ プラスの人たちとかかなり、ハンガリーって抑圧されてて、オルバンのせいだったんですけれども、そういう権利を訴えるですね、プライドパレードが1万人を超える市民が参加する盛況になったそうです。おめでとうございます。はい、ですね、オルバンはですね、反 LGBTQ プラス政策を掲げていたんですけれども、ペーテル・マジャールさんはね、ここも結構先手を取ってたらしくて、もともとこの人中道右派なんですよ。左翼じゃないので、左翼じゃないんだけれども、あえてあんまりね、LGBTQ プラスに関しては規制はしませんよ、私は、みたいな、オルバンとは違うんで、みたいなことを最初に言っておいて、なんだろう、向こうからギャーギャー、反 LGBTQ みたいなことを言われると、一切相手にしないみたいなことをやってたらしいんですね。そうすると、向こうとしてはやりにくいじゃないですか。でも向こうとしてはやりにくいって言ってた後に、政権交代したら、こういうことをするというですね。上手ですよね、やり方として。保守派なので、あんまり急激にね、同性婚が進むとか、そういったことはないかもしれないんですけど、
まあでも今後ね、ハンガリーの民主主義がですね、進展していけばですね、こういう権威主義的な抑圧とかもなくなっていくんじゃないかなという、気はいたします。はい。いつえさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、ちょっと14分前に7月になっちゃいましたけど、6月が終わってもプライドはずっと続いております。はい。ということでですね、ちょっと最後におめでたいニュースを見て終わりにしたいんですが、映画隣のトランス少女ちゃんが、今週公開が決まりました。おめでとうございます。2026年秋の劇場公開が決定しました。周囲の違和感を抱き始めた中学生の主人公が未来からやってきたもう一人の自分との対話を通じて、自分らしい生き方を探求していく物語ですということですね。これ原作漫画ね、とてもいいのでですね、読んでない方はおすすめいたします。はい。ですね、ということで、監督、脚本、プロデューサーがまた庄司剛監督なんですけれども、いやー、新作楽しみですね。絶対見に行くわ。はい。ということで、またね、ブルーボーイ事件の中川さんが、主演でございます。はい。ということで、皆さん楽しみに待ちましょう。まあね、プライド月間も終わってしまいましたし、まあ日本はね、こういう状況なので、なかなか希望のアジェンダを先に設定するって非常に難しいとは思うんですけど、こっちが常にチャレンジャー側だから、まあでも、こっちは常に不利な状況だってもう分かってっから、やっぱり先にですね、こういうことはですね、言ってった方がいいと思うんですよね。攻撃は最大の防御っていうとなんかトランプっぽくて嫌なんつって嫌なんですけどまあでもやっぱり攻めの姿勢がなかったらね、勝てるもんも勝てないと思いますので、はい。まあこういうね、ネット右翼みたいな人たちの誹謗中傷に負けずですね、先に民主主義を守ることが大事なんだという話をしていきたいなと思います。365日プライド7月は障害者プライド月間でもありますということで、はい、7月は障害者プライド月間です。はい、ありがとうございます。11月7日から東京です。公開現場もっと広がってほしいということですね。はい。いや、広がるんじゃないかな。だって前回っていうか、その、片袖の魚とか、その、ローナル・キッソスっていう映画だって、ね、北海道でも上映したし、全国でやってましたからね。はい。まあちょっと遅かったんだけど、早く公開してほしいですね、地方でもね。はい。サムライタイムスリッパーの継承がトナトナでも起きてほしいですね。はい。いや、ほんと大ヒットしてほしいですね。はい。ということで、ですね、ポピュリズムに対抗するにはでした。ありがとうございました。で、最後にですね、改めて、カフェ、スカーレタ・クローワルツですね、第2弾の、オリジナルイラストグッズが、響さんのデザインで発売しております。そして第3弾の、マヤさんも同時発売しております。はい。ということでですね、先ほど、サイトも更新されまして、ですね、荒いフラッグをつけた缶バッジとかいろいろですね、販売しております。ですね、ちゃんとチャリティーとかにですね、売り上げが、回るような感じになっておりますので、よかったら皆さん、すずりの方チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、毎日が可視化の日です。はい、ディスアビリティフラッグも、はい、プラカードもあります。はい、ということでですね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方も引き続きぜひよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、本日はご視聴の方ありがとうございました。毎回ね、ちょっとですね、開始時間がですね、遅くなったりしててですね、ちょっと申し訳ない気持ちだったんですけども、今アンケート見たらどうなってっかな。ですね、まあ、開始どちらでも良い21時従来通りがリーということで、そっか。皆さんアンケート答えてくださってありがとうございました。とりあえずはね、ありがとうございます。ということなので、まあ、21時からのね、開始ということで今後もやっていこうと思います。まあ、今回のようにですね、ちょっと遅くなる場合はですね、まあ、SNS とかで、いろんなところで、知らせるようにしておきたいと思いますので、まあ、よかったらですね、ブルースカイを、半ば今メインになっているので、よかったらそちらの方チェックしてみてください。はい。ですね、響さんのグッズがマリフォー様、マヤさんのグッズは、国
国境なき医師団様へのチャリティーとなっております。なるほど。説明ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、皆様よろしくぜひお願いいたします。はい。ということで本日もご視聴の方ありがとうございました。よかったらですね、見た後なんか 1.67K になってるだけどいいねがすごいな。ですね、既存の、グッズとも売っておりますので、すずりの方もぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。ですね、無理の精神でということでですね、何度でもこすり倒す。いや、無理はね、まあそうですね、まあできるだけ無理はしないようにしていきたいんですけれども、はい、お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権、政治、独裁反対ということで、反戦、反差別で、今後もね、365日毎日行っていきたいと思います。はい、できるだけで。ということで、皆様、本日もお疲れ様でございました。遅い時間までお付き合いいただきありがとうございました。アンケート等にも答えていただいてありがとうございました。スケジュールの方ですね、遅くなっちゃってすいません。また明日あたりにですね、ちょっと、今日は疲れたので、明日あたりまた更新したいと思います。また金曜日にはね、配信する予定でございますし、土曜日は、ゲーム配信もね、また新しいゲームをね、ちょっとやってみようかなというふうに思っておりますので、よかったら、チャンネル登録してチェックの方よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。